傑作第33部、20選、セザンヌー、印象派からの独立と反発。静寂の中の造形、ポール・セザンヌ青い花瓶をめぐって1889年から1890年にかけて制作されたポール・セザンヌの青い花瓶は、一見すると控えめな印象を与える静物画である。しかしながら、その構成と色彩には、セザンヌが絵画に込めた深遠な思索と実験精神が凝縮されている。2025年に開催された三菱一号館美術館の展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠では、ルノワールの華やかな花の作品と併致される形で本作が展示されたことで、セザンヌの独自性と近代絵画への革新が改めて浮かび上がった。抑制された実、画面に漂う静筆さ青い花瓶における第一印象は抑制である。花を主題とした絵画はしばしば鮮やかで情熱的な色彩、あるいは流麗な筆致で彩られるが、この作品においては花はあくまで静かに、そして慎重に描かれている。花瓶に生けられた花々には影がほとんど描かれておらず、青みがかった空気の中にふわりと浮かんでいるように見える。この効果は花の物質性を希薄にし、むしろ抽象的なフォルムの集合として鑑賞者に提示することを意図しているようにも思える。花瓶そのものは深い青の色調で描かれており、画面の中心に堂々と据えられている。背景とのコントラストは弱められ、全体が同系色でまとめられているため、視覚的な刺激は控えめだが、その分、見る者の注意はかえって内部に引き込まれる。セザンヌが意識的に静けさを造形しようとしたことが伺える。色彩と構成、セザンヌの造形する眼差し、セザンヌにとって絵画とは自然を単なる再現としてではなく、円筒、球円錐として構成することだったとされる。青い花瓶においても、彼の関心は、花そのものの美しさというより、花という対象を通じて画面のバランスや空間構成を練り上げることにあった。この作品では、青い花瓶が中央にあり、その左右には赤や木の果実が置かれている。この果実の存在が重要である。というのも、セザンヌは果物、とりわけリンゴを何度も繰り返し描いており、果実は彼にとってフォルムの探求のための重要なモチーフであった。青い花瓶とそれに刺された花は、不安定に空間を占めているのに対し、果物は画面下方でしっかりと重力に根ざして存在している。この対比が、絵画全体に独特の張り詰めた緊張感を生んでいる。色彩の使い方にも注目すべきだろう。セザンヌは、ルノワールのように豊かな赤や桃色を用いて生気を表現するのではなく、限られた色相の中で画面の調和を保とうとする。青の濃淡、花の控えめな木や赤、果実の温かい色合い、これらが相互に響き合うことで、見る者に落ち着いた印象を与えると同時に、色彩によるリズムが画面に流れている。見ることへの挑戦、透視図法の再構築セザンヌの静物画が革新的である理由の一つに、彼の見ることへの徹底的な探求がある。伝統的な絵画においては、一つの視点から構成された透視図法が用いられていたが、セザンヌはそれに疑問を投げかけた。彼の静物画においては、テーブルの円が不自然に傾いていたり、果実の輪郭がわずかにずれていたりすることがある。これは、一つの視点にとらわれることなく、対象を見る行為そのものを画面上に記述しようとした試みであった。青い花瓶においても、花瓶や果物の配置は幾分不安定である。現実の空間とは異なる独自の奥行き感が生まれており、それはセザンヌが目の動き、視線の移動を絵の構成に反映させたからに他ならない。このようなアプローチは、後にキュビスムをはじめとする20世紀美術への道を切り開いた。対象としてのルノワール、世紀と構造本作が2025年に三菱一号館美術館で開催された、ルノワール×セザンヌ展に出展されたことには、大きな意義がある。ルノワールの花の絵画、例えば、花瓶の花、1898年などは、光と色彩に満ち、見る者に視覚的な喜びを直接的に与える。一方のセザンヌは、あくまでも構造、関係性、造形の緊張に焦点を置く。ルノワールが感覚の画家であるなら、セザンヌは理性の画家と言っても良いかもしれない。だがそれは、
セザンヌの絵画が冷たいものだという意味ではない。青い花瓶には確かに知的な構築性があるが、それゆえにこそ時代を超えて鑑賞者の心に静かに訴えかける力がある。ルノワールとセザンヌという両極のアプローチが並べて展示されることで、19世紀末から20世紀初頭にかけての絵画の多様性と深さを実感させるのである。モダニズムへの架け橋、セザンヌの遺産セザンヌの静物画、とりわけ青い花瓶のような作品が20世紀美術に与えた影響は計り知れない。ピカソやブラックといったキュビストたちは、彼の構造的なアプローチを受け継ぎ、さらに抽象性を高めていった。マティスのようなフォービストにとっても、セザンヌの色彩への探求は重要な示唆を与えた。青い花瓶は派手さこそないが、絵画における見ること、構成すること、存在を問うことという芸術の根本的な問題を静かに、しかし強く提示している。だからこそ、この作品は時代や流行に左右されることなく、現代の私たちの目にも新鮮な問いを投げかけてくるのだ。沈黙の中の豊かさ青い花瓶は、見る者に派手な感動を与える作品ではないかもしれない。しかし、その画面に込められた探求心と珍思は、繰り返し見るたびに新たな発見をもたらす。色彩と構造、具象と抽象、秩序と揺らぎ、セザンヌがこの絵に込めたものは、静筆であると同時に、どこまでも深い。本作を前にしたとき、私たちは単なる花瓶のある静物画を見ているのではない。むしろ、絵画というメディウムそのものが問い直され、再構築されている場に立ち会っているのである。その意味で青い花瓶は、セザンヌが近代絵画の父と呼ばれるゆえんを私たちに静かに教えてくれるのだ。構成の原点、静物の帯同。青リンゴと洋梨のある静物に見るセザンヌ初期のモダニズム的兆候。ポール・セザンヌといえば、もはや19世紀から20世紀にかけての美術史において不可避の存在である。彼の手による静物画は、単なる果物や器物の再現ではなく、画面空間の秩序の再構築であり、見ることの本質に対する探求に他ならなかった。だが、そうした後年の構成主義的、あるいは分析的な様式の邦画を、私たちはどの地点に見出すことができるのだろうか。1873年から1875年にかけて制作されたとされる本作青リンゴと洋梨のある静物は、その問いに対してある種の原点を提示してくれる。現在ではセザンヌ、貴族の作とされており、厳密な真贋の確証は未決定であるものの、筆致、モチーフの扱い、空間構成の試みなどから、セザンヌ本人による初期作としての可能性は極めて高いとされる。この作品は2025年に開催される三菱一号館美術館展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において展示される予定である。その展示コンセプトの文脈の中で、本作が占める意義を理解することは、セザンヌという画家の軌跡と、美術史上における静物画の再定義の過程を紐解く鍵となる。本作は、比較的小さなカンバスに、青リンゴと洋梨という日常的な果物が並ぶ、ごくシンプルな構成である。果実はテーブルクロスの上に無造作に置かれ、背景はぼんやりとした茶褐色から灰青色へのグラデーションをなしている。視点は正面やや上方からであり、伝統的な遠近法のルールにのっとった安定した構図に見える。だが、この一見素朴な画面の中には、すでに後年のセザンヌを予感させる重要な要素がいくつも潜んでいる。まず注目すべきは、果実一つ一つに与えられた重さである。光と影の処理によって、リンゴや洋梨の表面にはしっかりとした物質感が与えられ、それらは単なる色彩の塊ではなく、重力によってテーブルに接している物体として書かれている。この重さの表現は、印象派的な空気感よりもむしろ、バロック期の静物画のような存在感に近い。言い換えれば、この時点でセザンヌはすでに、見るという行為を感覚の快楽ではなく、物体の実在に向けていた。この点において、青リンゴと洋梨のある静物は、ルノワールとの対比において興味深い立ち位置を占める。同時期のルノワールが、柔らかい光と溢れる色彩によって、果物を官能的に描き出していたのに対し、本作は、
対象に向ける眼差しの質素のものが異なる。セザンヌは、果物がそこにあるという事実を観察と構築によって再提示しようとしているのである。生物画はしばしば最も地味なジャンルとして位置づけられてきた。宗教画や歴史画のような物語性を持たず、人物画のような心理描写もない。だが、セザンヌにとっては、この地味さこそが最大の利点であった。なぜなら、生物画こそが絵画の純粋な構成力を試すための理想的なフィールドだったからである。青リンゴと洋梨のある生物においても、画面内には余計な物語性が排除され、果物とテーブルクロス、背景だけで構成されている。この単純化された舞台装置の中で、セザンヌは色と形、位置関係によって空間を構築しようとしている。その手法はまだ未成熟ではあるが、物体同士の配置のバランス、光の当たり方、陰影の濃淡などから明確な構成意識が感じられる。特に、青リンゴと洋梨の対比は、色彩と形態の変装として扱われており、青みがかったリンゴの冷たさと、黄色みのある洋梨の温かさが、微妙な緊張感を画面にもたらしている。この果物の組み合わせは、セザンヌが好んで繰り返したモチーフであり、後の数々の名作、例えば果物かごのある生物。1890から94年頃などにも通じる基本構造が、すでにこの時点で確立されつつあることがわかる。本作における筆色は、印象派的な点描や揺らぐタッチとは一線を画している。輪郭は比較的明確に引かれており、物体と背景との間にある線の存在が意識されている点が非常にセザンヌ的である。これは彼がピサロの影響を受ける以前、あるいは影響を受けながらもそこから逸脱しようとした段階の実験的な絵画感の表れとも言える。彼の言葉にある自然を円筒、球、円錐で処理するという理念は、後のキュビスムやモダニズム美術に決定的な影響を与えることになるが、その方がはこの作品にもすでに宿っている。リンゴや洋梨の形態は有機的でありながらもどこか幾何学的であり、球体や楕円体としての構造を強調するように書かれている。セザンヌにとって果物とは、単に甘くて美味しそうな対象ではなく、形ある存在であり、絵画空間における構成要素なのである。生物画において見逃せないのが背景の扱いである。青リンゴと洋梨のある生物においても、背景は単なる無地の壁ではなく、色彩と質感の変化によって空間の奥行きが巧みに操作されている。青と褐色が滲むように混ざり合う背景は、果物の明度や色彩との対比によって視線を前景へと導くように設計されている。これは後年の作品における遠近のねじれや構図の不安定さにつながる初期的な思考とも読み取れる。つまりセザンヌはこの段階ですでに目に見える世界をただ映すことに満足していなかった。彼は視覚的事実と画面構成との間に生じるズレ、すなわち見ることと書くことの非一致性をあえて絵画内に取り込もうとしていたのである。青リンゴと洋梨のある生物はセザンヌの代表作群と比べれば明らかに未熟であり、構成も筆致も粗さが残る。だが、それこそがこの作品の本質であり、価値でもある。なぜなら、そこには明らかに後年のセザンヌを内包する趣旨が宿っており、その種がいかにして大樹となったのかという視点で眺めることで、美術史の連続性と革新性を同時に見渡すことができるからだ。この作品がルノワール×セザンヌという対照的な二人の巨匠を併致する展覧会に出品されることには特別な意味がある。ルノワールが色彩の祝祭を描いた画家であるとすれば、セザンヌは色と形の関係性を問うた思索者である。本作はそうしたセザンヌ的思考の方がを可視化する貴重な資料であり、鑑賞者に対して見るとは何か、書くとは何かという根源的な問いを静かに投げかけてくる。小さな果物と簡素な構図の中に近代絵画の革命が帯同している。その響きに耳を澄ませるとき、セザンヌの眼差しは130年以上の時を経て今を生きる我々の視線に接続されるのである。揺らぐ輪郭、交差する視線。
セザンヌスープ鉢のある生物に見る印象派からモダニズムへの越境。ポール・セザンヌのスープ鉢のある生物、1877年頃は彼の画業におけるある種の移行期を体現する作品である。それは単なる生物画ではない。この作品は印象派の技法を一時的に受容しながらも、すでに後年の構成的な画面構築へとつながる独自のビジョンを内包しており、まさに近代絵画の形成仕様一枚の画面に封じ込めたような意欲作である。2025年、三菱一号館美術館において開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠にて本作が展示されることは、その文脈的意義においても深い意味を持つ。ルノワールが柔らかな輪郭と芳醇な色彩で感覚の喜びを追求したのに対し、セザンヌは自然を円筒、球、円錐で処理するという言葉通り、理知と構築によって自然を再現しようとした。だが、スープ鉢のある生物においては、まさにその両者が交差する地点、すなわち印象派の色彩とセザンヌ的構造の間に横たわる境界領域が静かな緊張感とともに立ち上がっている。1870年代半ばのセザンヌはカミーユ・ピサロとの親密な交流の中で印象派の色彩技法を積極的に取り入れていた。ピサロはこの時期、セザンヌにとって実質的な師ともいえる存在であり、パリから距離を置いたポントワーズでの共同制作はセザンヌにとって決定的な転機となった。本作、スープ鉢のある生物にもピサロからの技術的な影響が随所に認められる。とりわけ、光の反射や物質の表面における色彩の移ろいを捉えるための細やかで点描に近い筆使いは注目に値する。それはまさに印象派的な技法であり、画面全体に明度の高いトーンを与えるとともに、光の広がりを感じさせる空気感を生んでいる。この印象派的アプローチは、色彩を主軸とするルノワールとも一部通じ合うものだが、決定的に異なるのは、その絵画的目的である。ルノワールが光と色の感覚的な歌を書こうとしたのに対し、セザンヌはこの筆色をもって物体の継承性と構造の実在性を表現しようとしたのである。つまり、セザンヌは印象派の技術を借りつつ、それを感覚の描写ではなく知覚の構築へと昇華させようと試みていたのだ。画面左側、壁にかけられた一枚の風景画が見る者に印象深い感覚を与える。この書き込まれた絵画はピサロの地蔵通りガリアン神父の家。1873年、個人蔵と同一であることが研究によって判明しており、それはまたピサロが描いたポール・セザンヌの肖像。1874年、ナショナルギャラリー、ロンドンの背景にも現れている。この事実は単なる装飾的引用以上の意味を持っている。それはセザンヌとピサロとの密接な芸術的対話の痕跡であり、また絵の中に絵があるという構造が絵画空間にメタ視点を導入する試みとして機能している。この風景画の存在は生物というジャンルに時間性と記憶の層を加える役割を果たしている。つまりスープ鉢のある生物は視覚的対象の単なる配列ではなく、セザンヌとピサロ、さらには自画像的要素までも含んだ詩的な美術史の地層を含む多層的画面なのである。画面の主題はテーブルの上に配置されたスープ鉢と果物、ガラス瓶といった典型的な生物のモチーフである。しかし、これらは決して無造作に置かれているわけではない。各オブジェクトは重心、量感、色彩、形態の相互作用のうちに繊細なバランスで組み合わされており、画面には明確な構成意識が通底している。セザンヌの視線はあくまで冷静で物体同士の間に生じる空間的関係を見つめている。スープ鉢の白い陶器、果物の有機的な丸み、瓶の透明感、それらは質感を超えて数学的ともいえる視覚的均衡の中に位置づけられている。ここでは印象派的な光の観察よりも構成主義的な形の構築への意志が強く現れている。このように見ると、スープ鉢のある生物は
一見すると穏やかな家庭的な光景を描いているように見えながら、その極めて知的な空間設計が施されたセザンヌ流の幾何学的演習なのである。本作にはセザンヌの絵画に共通する視覚的特性、すなわち空間の歪みや複数視点の混在がすでに邦画的に現れている。テーブルの傾き、瓶や果物のわずかな歪み、壁と床の境界の曖昧さ、こうした要素は古典的な遠近法に従えば破綻とみなされるだろうが、セザンヌにとってそれは絵画空間を刷新するための必然的手段であった。物体の全体像を一視点で把握するのではなく、視覚が動くことによって得られる複数の角度を統合する。この視覚のパッチワーク的処理は、まさに後のキュビスムへの道筋を切り開く契機となるものである。ここにおいて重要なのは、セザンヌが見るとは何かを根本的に問い直しているという点だ。彼にとって目は単なるカメラではなく、時間と記憶、空間と重力を伴って対象と関わる存在である。こうしてスープ鉢のある生物はセザンヌ的見ることの哲学の実験場となる。本展におけるルノワールとの対比もまたスープ鉢のある生物を読み解く上で重要な視点を提供する。ルノワールは色彩を通して官能と生命の喜びを画面に満たす画家であり、その生物画はまるで花や果物たちが画面を踊るかのように生き生きとしたリズムを帯びている。それに対しセザンヌは同じモチーフを取りながらも感情を抑えた知性的な距離を保ち、形と色、構造の関係性を冷静に探求する。だが、それは決して無機的であることを意味しない。むしろ、スープ鉢のある生物には画家の内なる感動が静かに沈潜しており、それが構築的な画面の仮想でかすかに震えている。スープ鉢のある生物は絵画史の中に一つの通過点として位置づけられるべき作品である。そこには印象派の手法を借りながらもそれを超えようとする強い構築的意志が宿っている。セザンヌはこの作品を通じて見ることと書くことの間に生まれる齟齬を意識的に引き受け、それを画面上で処理しようとする新たな知覚の試みを提示した。本作における柔らかな色彩と細やかな筆色は決して単なる技法ではない。それは絵画における真実とは何かを問う画家自身の切実な問いの表れなのである。セザンヌが目指したのは外面的な華やかさや感覚の満足ではなく、存在の真理を画面に封じ込めることだった。生物という限られたジャンルの中で、彼は世界の秩序と視覚の革新を追い求めた。その真摯な鋭意の一端が、スープ鉢のある生物という小さな画面に、静かにしかし確実に刻まれている。形式と構築の静寂。セザンヌの作品花と果物におけるモダニズムの帯同。1880年頃に制作されたポール・セザンヌの花と果物は、彼の生物画の中でも構成性と色彩感覚がせめぎ合いながら融合する極めて重要な作品である。この作品は2025年、三菱一号館美術館にて開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、ルノワールの感覚主義的な生物画と対をなす形で展示される。そこでは、両者の絵画理念の根本的な差異、すなわち、感覚の連続体としてのルノワールに対して、構造と知覚の相互作用としてのセザンヌが鮮明に浮かび上がることになるだろう。この花と果物は、セザンヌが模索したモダニズム絵画の黎明を告げる重要な生物画であり、その画面においては、自然の再現ではなく、対象を絵画として組み立てることへの画家の意志が緊張感を持って現れている。本校では、この作品に内在する造形の論理、色彩と構成の関係、視覚と描写の間に生じる揺らぎ、さらにはルノワールとの比較を通じて見えてくるセザンヌ独自の芸術的姿勢について検討する。絵画の主体としての構築。セザンヌの芸術において、自然は模倣されるべき対象ではなく、円筒、九円錐を通して再構成されるべき形式的対象であるとされる。彼が晩年に残したとされるこの言葉は、まさに花と果物における造形的実験の革新を表している。
本作では花瓶に生けられた花々とテーブル上に配された果物たちが一つの場面として共存している。これらのモチーフは自然な配置というよりも画家の内的構成原理によって注意深く置かれている印象を受ける。花はその輪郭を持ちつつも色彩のリズムとして画面上部を飾り、果物は質量感を持って画面下部に沈み込み、双方が画面全体に安定した構図をもたらしている。画面の各要素は空間内にただあるのではなく、互いに力学的な関係を持ちながら画面上に配されている。セザンヌは絵画とは見ることではなく組み立てることであると認識していた。そしてこの花と果物はその思想を明確に体現している。絵筆による構成のリズム、色面の工作、対象の固有性の尊重と絵画的平面性との緊張関係。それらはすべて近代絵画における絵画の自立性の起源を示している。色彩と質量、セザンヌ的マチエールの内在力。本作の最大の魅力は、色彩とマチエールによって対象が描写されるだけでなく構築されることにある。果物や花の描写は写真のような明確さを持たず、輪郭は所々曖昧でありながら、そこに揺るぎない存在感を与えている。これはセザンヌ特有の筆色と色彩の組織化によるものである。果物の赤、橙、黄、そして花の白やピンク、さらには背景にわずかに差し込まれる青や緑の冷たい色調。それらの色彩は対象の表面をなぞるのではなく、その奥にある量感や構造をあぶり出すように画面上に置かれている。つまり、セザンヌは色を通じて形を作るのである。これは、印象派的な光の観察とは本質的に異なる態度であり、色そのものが空間を形成し、継承の骨格をなす。セザンヌの筆致は、分厚く、時に乾いた絵の具の層を重ねることで対象の存在感を際立たせる。それは即興的でも感覚的でもなく、むしろ建築家のように慎重に構築されたものである。果物の重さ、花の軽さ、陶器の冷たさ、これらの質感はすべて色と筆致のみによって表現されており、その統一されたマチエールの世界は見る者に触覚的な実在性を喚起する。空間の揺らぎと知覚の革新、花と果物においてとりわけ注目されるのは空間の再構成である。セザンヌは伝統的な遠近法を部分的に拒絶し、複数の視点を画面に取り込むことで新たな空間の在り方を提示している。テーブルの角度はやや不自然であり、果物の配置にはどこか重力を超えた浮遊感がある。花瓶もまた完全には中央に据えられておらず、その底面と背景の関係には微妙なズレがある。こうした空間のズレや歪みは見る者の知覚を揺さぶり、絵画における空間の概念そのものを更新する。このような視覚の再構成は後のキュビスムへの橋渡しとしても極めて重要である。ピカソやブラックがセザンヌに深く傾倒したのは、まさにこの空間の揺らぎ、すなわち見えるものをそのまま再現するのではなく、見るという行為を画面に定着させるという試みが、20世紀の絵画における知覚の革命を予兆していたからである。ルノワールとの対比、美的感覚と構造的感性。本展覧会、ルノワール×セザンヌにおいて、花と果物が果たす役割は極めて大きい。ルノワールの花やチューリップが色彩の連なりによる官能的感覚の充溢を表現するものであるのに対し、セザンヌの花と果物は視覚の秩序化と造形的思考の結晶である。両者ともに自然を愛し、生物というジャンルに取り組みながら到達した表現は対照的である。ルノワールは色と光によって感じられるものを紡ぎ出したが、セザンヌは形と構成によって考えられるものを描いた。前者が感覚の詩人であるなら、後者は理性の建築家である。この違いは決して優劣を意味しない。むしろ近代絵画の多様な可能性がこの対比の中に凝縮されている。花と果物はそうした絵画史的意義を担う作品として静かにしかし強くその存在を主張している。自然の中にある永遠を求めて、セザンヌは自らの絵画を通じて自然の中にある永遠を探し続けた画家であった。
写実でも印象でもなく、対象を見つめ、そこから普遍的な秩序を抽出しようとする彼の姿勢は、まさに画家というよりは哲学者に近い。花と果物は、その探求の過程において描かれた一枚であり、そこには彼の迷いと革新、実験と熟考、そして静かなる情熱が内在している。画面から放たれる色彩と構成の緊張は、見る者に絵画とは何かという根源的な問いを投げかける。これは単なる生物画ではない。近代の精神が封じ込められた一つの知的かつ詩的な空間である。1880年という時代にあって、セザンヌはすでに20世紀絵画の道筋を予感していた。花と果物は、その静かながらも深遠な宣言である。ルノワールとセザンヌという異なる眼差しの共演によって、この作品が改めて光を浴びる根底は、絵画史における転換点を再認識する機会として、極めて意義深いものとなるだろう。色彩と構築の公共。ポール・セザンヌの作品青い花瓶の花。19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランス絵画は、見ることの根本的な変革に直面していた。印象派の洗礼を受けた画家たちは、光と瞬間の表現を極めつつも、次なる視覚的課題形態の再構築と絵画空間の自立性へと向かおうとしていた。そうした転換期において、最も孤高かつ革新的な実践者の一人がポール・セザンヌである。セザンヌの青い花瓶の花は、その生物画制作の一連の試みにおいて、特異な位置を占める作品である。本作は、もともとは花と果実と一体の作品であり、画面左に果実、右に花瓶を配した大作であった。しかし20世紀初頭の画商アンドレ・ボラールの手によって、キャンバスが住まいに分割され、以後はそれぞれ独立した作品として流通していった。やがて、画商ポール・ギヨームの妻であるドメニカが青い花瓶の花を所有するに至るが、当初は対になる花と果実との関係に気づかず、修復の過程でようやく両者がかつて一体の構成を成していたことが明らかにされた。まず何よりも、青い花瓶の花という作品は、もともと独立した構想によって制作されたものではなく、全体の一部として構築された構図の断片であるという前提を踏まえねばならない。もとより、セザンヌは生物画において極めて綿密な空間設計と色面配置を試みており、一点一点の構成要素が全体の均衡に寄与していた。したがって、キャンバスの一部を切り取ることは、単なる構図の省略ではなく、セザンヌにとっては芸術的意図の断絶を意味する。画面から果実が消えることで、空間的対比や重心のバランスが失われたかに見える。しかしそれでもなお、青い花瓶の花という談笑は、それ自体として力強く完結した造形的言語を宿している。そこにこそ、セザンヌ芸術の特異性がある。画家が設計した空間の半分が失われながらも、なお、調和が残存するという事実。それは、セザンヌの構成の力が、局所的にも機能する内的構造に裏打ちされていたことの証左でもある。本作において、青い花瓶と花々が置かれた台の傾斜、布のたわみ、背景の壁との角度関係などは、すべて慎重な計算により配置されており、部分でありながらも全体性を体現している。青い花瓶の花において、視線はまず中央の青い陶器製の花瓶へと誘導される。深いコバルトブルーの釉薬は、強い反射を伴いながら、周囲の光を受けて複雑な階調を形成している。セザンヌはここで、物体がそこにあるという実在感と、空間の中に置かれているという奥行き感とを、色彩と陰影のみで描き分けようとしている。この花瓶を包囲するように咲き誇る花々赤、黄、白、紫などの色彩は、決して写実的な忠実再現ではない。むしろ、セザンヌは自然の形や色を視覚の記号として再構成し、画面上に色面の光境を創出している。色彩は物体の輪郭を規定するものではなく、空間のリズムを構成する構造要素として扱われているのである。セザンヌは色彩について、自然の中には線は存在しない。すべては色彩の変化によって形をなすと語ったとされる。本作ではまさにその哲学が実践されており、花びらの一つ一つが緻密な線描ではなく、色の面として重ねられていく。花瓶の青と
背景のグレー、花の赤が互いに響き合い、静筆でありながらも高い緊張感をはらんだ画面を構築している。セザンヌの静物画の特徴は、静物でありながら、そこに揺らぎや不安定さ、運動の気配が漂っている点にある。青い花瓶の花においても、テーブルクロスのシワや花瓶の傾き、背景のわずかな歪みによって、空間全体が微細に動いているような感覚が喚起される。この運動感覚は、セザンヌが自然を視覚の連続として捉え、複数の視点を一画面に統合する試みによって生まれている。花瓶がわずかに右へ傾いて見えるのは、単なる写生上の誤差ではない。それは、観察者が視線を移動させながら対象を捉えるプロセスをそのまま画面に刻み込んだ結果であり、ある意味でポストキュビスムの先駆的表現とも言える。こうした動く生物は、19世紀的な絵画の枠組みすなわち、単一の視点と一貫した遠近法に基づく空間構成を超越する視覚革命であり、ピカソやブラックといった20世紀美術の先駆者たちに多大な影響を与えた。本作にまつわるもう一つの重要な文脈は、それが一度分断され、後に再び大作品であることが明らかになったという作品自体の運命である。芸術作品はしばしば美術史上や歴史的偶然によって形を変え、語られる意味を変容させる。青い花瓶の花と花と果実は、もともと一枚の画布に描かれたにもかかわらず、長い間別々の作品として鑑賞されてきた。その分断は単なる物理的処置ではなく意味の分裂をもたらした。果実と花という自然物の対比はセザンヌの画面構成における古典的主題であり、画面の左と右とで量感、色調、光の処理において対をなしていた可能性が高い。しかしそれらが分かたれたことで、花瓶は花瓶として、果実は果実として独立した意味を持つようになった。分割によって失われたのは、全体としてのリズムと構造であると同時に、作品の持つ語りの可能性でもあった。一方で、そのような断片性こそが、現代の我々に新たな解釈の余地を与えてくれるとも言える。分かたれたからこそ、私たちは青い花瓶の花という一つの画面により鋭敏な視線を注ぐことになった。分断は破壊であると同時に再発見への扉でもあったのだ。2025年の三菱一号館美術館において、青い花瓶の花はルノワールとの対比の中で展示される。この対比は単なる好対象ではなく、19世紀末から20世紀初頭にかけての絵画表現の多様性とその革新性を考察する上で非常に有意義な試みである。ルノワールが感覚の喜び、人間の肌触りに宿る美を追求したのに対し、セザンヌは世界を構造として見る視覚知の探求者であった。桟敷席の花束と青い花瓶の花は、どちらも空間と物のあり方に対する鋭敏な意識から生まれたが、そのアプローチは全く異なる。セザンヌの青い花瓶は、対象の実在感よりも構築的な画面の安定とバランスに価値を置き、あらゆる感覚が理知的統制のもとに配置されている。ここに見られるのは、見ることの再定義であり、絵画が単なる模写ではなく、思考の空間へと転換される瞬間である。ポール・セザンヌの青い花瓶の花は、切り取られ、忘れられ、やがて再発見された一枚の談笑として、静かに語りかけてくる。その声は決して大きくはないが、そこには19世紀末の視覚革命の革新、すなわち、見るとは何か、存在をどう画面に定着させるか、という根源的な問いが凝縮されている。色彩、構成、空間、そして時間。セザンヌはそれらすべてを画布の上に投影しながら、生物という最も身近なモチーフを通して絵画の未来を構想した。その遺産は今日においてもなお我々の視線を鍛え、感覚を問い直させる力を持っている。静筆なる構築、時間の川を渡る裸体たち、ポール・セザンヌの作品水浴者たちをめぐってポール・セザンヌの画業の中でも水浴者たちという主題は彼の芸術的探求の核に深く関わっている。自然の風景の中に裸体を配し、人物と空間を幾何的に構築し直すこのシリーズは、単なる武将の枠を超え、造形的な実験場であり、感覚と理知の緊張の場でもあった。
1899から1900年頃に制作された水浴者たち、オルセイ美術館所蔵は、その象徴的な結実であり、彼が晩年に向かってなお追い続けたビジョンの精髄を体現している。この作品が2025年に三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において展示される意義は小さくない。印象派的な感覚性を継承しつつ、造形的な確かさを追求したセザンヌの軌跡は、ルノワールの色彩豊かで感覚的な筆色とは対照的な方向性を取りながら、20世紀絵画の帯同を内包する構造的可能性を開いた。以下では、水浴者たちがはらむ造形的特質、芸術史的背景、思想的含意、そしてルノワールとの比較から本作の持つ意味を照射する。水浴者という主題の系譜とセザンヌの天下セザンヌが水浴者を描き始めたのは、1870年代半ば頃に遡る。ルーベンスやプッサン、ティチアーノといった古典絵画に範を求めつつも、彼は裸体と自然との関係性を構築することに意を注いだ。特に彼が強く意識したのは、自然の継承を幾何的な構成へと還元し、それを理知的な秩序のもとに再構成することであった。本作水浴者たちにおいても、構図は明快な幾何学的安定を施行している。中央に位置する三角形のような構造が画面の安定を担保し、左右に配置された人物群は対象の身体性というよりも形態的リズムとして存在する。裸体たちは決して個としての人間ではなく、自然と共にある一つの有機的な構造体として描かれている。セザンヌはかつて自然の中の円筒と球体と円錐によって全てを処理したいと語ったが、この作品ではその理念が静かに、しかし確かに実現されている。興味深いのは、その裸体がほとんど無個性である点である。顔のディテールは省略され、体の輪郭線すら曖昧である。だがそれゆえに、彼らは時間や場所の制約を超えて、抽象的存在へと昇華されている。それはある種の古代的神話的な光を放つ一方で、同時に全く現代的なモダニズムの帯同とも読める。絵画空間の構築セザンヌの見ることと作ること、水浴者たちにおける最大の魅力は、空間の構成と色彩の調和が同時に成立している点にある。セザンヌの絵画において、見ることと描くことの間には決して無邪気な写生の関係は存在しない。彼の目は対象を再構成することを要求し、その目によって世界は再び組み直される。背景の樹木、空、そして人物の肌それらすべては、異なる色彩の断片が複雑に重ねられながら、視覚的な調和を実現している。筆致は重ね塗りされることで空間に厚みと緊張感を与え、まるで絵画そのものが彫刻のような質量を帯びているかのようである。また本作では、視線の誘導が巧妙に設計されている。中央の人物を起点とし、観者の視線は放射状に広がりながら、画面の隅々へと導かれていく。遠近法的な一点透視図法とは異なる、視覚の散漫性をも包含した空間、それこそがセザンヌ的な絵画空間であり、キュビスムを準備した構築的感覚の発露である。セザンヌとルノワール、体と空間をめぐる根本的再同展覧会のタイトル、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠は、19世紀末から20世紀初頭にかけての美術における二つの大きな流れを象徴している。ルノワールは、光と色の快楽的感覚、親密な人間関係の祝祭的表現に長けた画家であり、時に官能の画家とも称される。一方のセザンヌは、感覚の背後に潜む構造を見極め、視覚世界を構築し直す建築家であった。この水浴者たち、ルノワールの浴女と比較したとき、両者の体の扱いの差異は顕著である。ルノワールの浴女たちは、その肌の柔らかさや肉感性において生々しい生命の喜びを宿しているが、セザンヌの裸体たちは感情の表出を拒む。むしろ彼らは空間の部品として沈黙し、そこにあるのは存在すること。そのものの静けさである。また、色彩の使い方も対照的である。ルノワールは色彩を感情の触媒として扱い、光の移ろいと感覚の豊かさを謳歌するが、
セザンヌは色彩を構造の手段として用いる。彼にとって色は世界を把握するための論理の一部であり、情緒を語るものではない。セザンヌの晩年と水浴者たちの予兆水浴者たちは、セザンヌの晩年期の代表的モチーフである大水浴図。1906年頃へと連なる重要な中間点である。後者においては、裸体たちの存在はますます象徴的、抽象的になり、人物はもはや自然の中に融合されてゆく。そこには、人間という主題が消滅しつつあるモダニズムの不穏な兆しが見て取れる。したがって、水浴者たちは、そのような終末的とも言えるビジョンへの助走路でありながら、同時に絵画の原初的なとい我々はいかに世界を知覚し、それを像として描き出すのか、という哲学的命題への応答でもある。このような思索的態度は、後のピカソやブラック、モンドリアンらキュビスト、抽象画家たちにとっての礎ともなり、まさに、モダンを開いた、巨匠としてのセザンヌの面目躍如たる作品である。終わりに沈黙する裸体たちの呼び声。2025年の三菱1号館美術館において、本作水浴者たちはルノワールの色彩と肉体の歌と向き合う形で展示される。その対峙は、19世紀フランス絵画がたどった豊穣な道筋を浮き彫りにしつつ、21世紀の感謝に新たな視点をもたらすだろう。セザンヌの裸体たちは言葉を発さず、時に硬質に見えるが、その奥底では、いかに世界を組み直すか、という問いを静かに我々に投げかけている。継承と構造の深淵において、セザンヌはルノワールとは別の方法で、絵画という永遠の未来を夢見ていた。その夢が本作水浴者たちにおいていかに結晶し、どのように時代へと橋渡しされたのか、その静かな証言が、今我々の眼前に立ち上がろうとしている。視覚の構築と肉体の視学。セザンヌの作品三人の浴女における造形的革新の源泉。始まりの水辺、水浴図。主題への最初の本格的な接近ポール・セザンヌにとって、水浴する人々バティニストという主題は、単なる風俗画の伝統的変装ではなく、彼の芸術理念そのものを表現するための重要な舞台であった。その探求は生涯にわたり継続され、最晩年の代表作大水浴図に結実することになるが、三人の浴女はその邦画的表現として特筆すべき位置を占めている。1874から1875年頃に制作された本作は、セザンヌの水浴者シリーズの中でも最初期の完成度の高い作品であり、彼が本格的に裸体と風景、そして画面構成という3要素の統合を模索し始めた出発点と位置づけられる。2025年の三菱1号館美術館における展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠への出品は、セザンヌ芸術の原点に触れる貴重な機会であり、同時代の印象派的感性との違いを改めて浮かび上がらせる契機ともなるだろう。3人の浴女がまず我々に印象づけるのは、その構図の精緻な計算である。正方形に近いカンバスの中央、やや左寄りに3人の女性の裸体が三角形を形成して配されている。左側に2人、右側に1人という非対称なバランスながら、3つの体は視線の動線と構造的な安定をもたらす三角形のフレームを生み出している。とりわけ注目すべきは、画面左側に斜めに立つ一本の木の存在である。この木は、手前の2人の体のラインをなぞるように角度を取り、斜めの軸として画面に強い緊張感を生じさせると同時に、画面を右上へと視線を導く視覚的装置となっている。さらに、木の幹と枝は曲線と直線の交差によって構成され、背景の風景と人物の境界を曖昧にしつつ、それらを統一する役割を果たしている。このように、セザンヌは画面の幾何学的構成を通して、人物と自然の調和を図るだけでなく、見る者の視線と感覚のリズムまでも制御している。その意味で本作は、単なる武将画ではなく、視覚的経験の構築物と言える。セザンヌの初期作品に共通する特徴の一つに、色彩の構造的な使用がある。本作においても、彼は自然を印象派のように光の一瞬の現象として捉えるのではなく、色彩を形の生成に資する要素として扱っている。特に注目されるのが、
緑と木の濃淡による表現である。木々や葉、地面の起伏は、色彩の重なりと筆致のリズムによって表現されており、特に枝葉の描写には緑、木、褐色が幾重にも塗り重ねられ、単なる色の記録を超えた、良感が生まれている。これにより、自然はただの背景ではなく、人体と同様に、マスとしての存在感を持ち始める。人物の肌にも、単一の肉色は使われていない。青、緑、灰、赤みがかった茶色などが不規則に塗布されており、セザンヌ特有の不安定な均衡感がそこに宿っている。これは単なる技術的未熟さではなく、むしろ体が空間の中に呼吸するような動的で構造的な造形感覚を導入する意図に基づいている。こうした筆色と色彩の用法は、印象派的な瞬間描写の方法とは一線を画し、後のキュビスムにも通じる視覚の構築という視座をはっきりと内包している。本作に書かれている3人の欲女たちはいずれも実在のモデルに基づいているわけではない。これはセザンヌの水浴者シリーズ全般に言えることであり、彼の人物画において得意な点でもある。セザンヌは自然風景を前にして筆を取る一方で、水浴者に関してはスタジオの中で想像力と記憶、古典的理想像と構成的欲求等を頼りに画面を構築していた。実際、彼が好んだモチーフの多くは、ルーベンスやミケランジェロ、ニコラ・プッサンといった古典的巨匠のラフ表現に触発されたものであり、それらの原型が彼の中で再解釈され、再構築されていく過程で、独自の造形としての水浴者が成立していったのである。3人の欲女に見られる肉体の構造的描写、体のパーツがやや不自然に接合されているかのような印象、そして人物と風景の一体化といった要素は、記憶と想像によって想像された体がもたらす得意な感覚を伝えている。それはリアリズムとは異なる、いわば内的リアリティに基づく表現であり、20世紀の絵画にとって大きな足場となった。1870年代半ばという本作の制作年代は、セザンヌが印象派の画家たち特にピサロとの交流を通じて、色彩と筆致の技法を吸収しながらも、徐々にその運動から距離を取り始めた時期に相当する。彼は当初、モネやルノワールと同様に、古外制作や光の描写に傾倒していたが、やがて彼の関心は、視覚の一瞬性ではなく、安定性と構造へと移行していく。その兆候は3人の欲女にすでに明らかであり、画面全体に漂う静けさ、人物の彫刻的造形、そして風景との統合感は明らかに印象派の自由な筆致とは異質な方向を示している。セザンヌは自然や人間を感覚の即興的記録ではなく、秩序ある構造体として捉え直そうとする試みを、この作品においてすでに開始していたのである。本作が2025年に三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠展において展示される意義は、単に一枚の名作を紹介するというにとどまらない。むしろ本作は、ルノワールの絵画と並べることで、近代絵画の分岐点における2つの可能性を如実に浮かび上がらせる重要な資料となる。ルノワールが追求したのは、感覚的優越と色彩の華麗さ、そして人間存在の官能的肯定であった。これに対し、セザンヌは人間を空間の一要素として客観的に再構築し、自然と調和させようとする。両者は一見対照的に見えるが、いずれも近代の画家として、前世紀の古典主義的束縛から脱し、自律的な造形言語を獲得しようとしていた点で共通している。3人の欲女は、未だ荒削りな部分を残しながらも、セザンヌがその後に向かう芸術的展望をすでに内包している、自然を円筒、球、円錐として見る、という彼の言葉が示すように、ここではすでに視覚を通じて自然と人間を構成し直す意志が働いている。それはまた、ルノワールやモネラが開いた見る喜びに対し、セザンヌが提示した見ることの困難さとしてのもう一つの近代である。彼がこの作品で示した構成的視覚、マッスへの意識、色彩による空間構築といった要素は、ピカソ、ブラック、マティスといった20世紀の巨匠たちによって継承される。3人の欲女、それは始まりであり、すでに革命である。
静かに、しかし確実に、近代絵画の地殻変動が始まっていたことを、この作品は見る者に語りかけてくるのである。原始の楽園を求めて、セザンヌの作品5人の推欲する人々と近代絵画の帯同を。私のうちには古代人の精神が眠っているとは、ポール・セザンヌが自らの創作姿勢を語った言葉である。近代絵画の父と称され、20世紀の美術の方向性を決定づけたセザンヌにおいて、その核心に位置するモチーフの一つが、まさしくこの言葉に集約されている。それが、推欲する人々、すなわちバティニストの主題である。1876から77年頃に制作された、5人の推欲する人々は、オルセー美術館が所蔵するセザンヌ初期の代表作の一つであるが、本作は単に、推欲の情景を描くことを目的としたものではない。それはむしろ、風景と人物、自然と人間、古典と近代という諸要素を再構成する壮大な構想の序章であり、後の大推欲図デス・グランデス・ベインウーズへと至る推欲シリーズの源泉でもある。2025年、東京三菱一号館美術館にて開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、本作が日本で公開される意義は、まさにセザンヌ芸術の起源に立ち会う機会とも言えるだろう。画面中央に配された5人の人物たちはいずれも裸体であるにもかかわらず、エロティシズムの気配を欠き、むしろどこか硬質な印象すら与える。均衡を持った構図の中、人物の体躯はどこかぎこちなく、しかし意図的なフォルムの歪みがそこに見て取れる。セザンヌの人物描写にしばしば指摘される、木彫のようなと形容される身体性その方がここにある。彼はルーベンスやプッサン、ミケランジェロの人体表現に強い敬意を払っていたが、それを自然主義的な模倣としてではなく、再構築の視点から見直すことに関心を寄せていた。セザンヌにとって、裸体とは単なる生身の再現ではなく、空間の中に置かれるべき形態、すなわち造形的問題そのものだったのである。5人の推欲する人々に書かれた人物はいずれも動きが少なく、ポーズは静止している。しかも輪郭は曖昧で、肌の質感も荒く、筆致はざらついてさえいる。だが、この未完成にも見える描写の中にこそ、セザンヌの眼差しが向けるのは、現実の細部の忠実な記述ではなく、対象の永続する構造だったのである。彫像のように硬く、幾何学的に把握された体は、彼が追い求めた自然の中にある幾何学の第一歩でもあった。本作において、もう一つ注目すべきは風景との関係性である。背景には、茂みや木立が荒々しく描かれ、地面は茶褐色に沈み、空の青と対比をなしている。人物と風景は明確に分離されず、むしろ混然一体となった印象すらある。これは印象派のような空気感の表現とは異なる。セザンヌは自然を一種の秩序として捉えようとした画家であり、自然を目の前の光と色の戯れとしてではなく、永続的な構造体として捉えた。ここでの風景は単なる舞台背景ではない。むしろ人間の肉体と自然の地形は同じ造形的問題として等価に扱われている。地面の傾きと人物の姿勢、樹木の曲線と肉体の輪郭すべては画面の内部で相互に響き合い、絵画空間全体に統一感をもたらす。このような全体構造の中に人間を配置し、自然と調和させようとするセザンヌの試みは、後の風景画や生物画に通じる革新的態度である。セザンヌが描いた推欲する人々の主題において特筆すべき点は、実際に目の前にモデルを置いて制作したものではなく、ほぼ全てが想像に基づくという点である。これは彼の他の肖像画や風景画と決定的に異なる要素であり、まさにこのシリーズにおいてセザンヌが理念としての絵画に接近していた少佐である。目の前の風景を写し取るのではなく、記憶や内面に蓄積されたイメージを用いて、構図を組み立て、筆致を重ね、色彩を選び取っていくこのような制作姿勢は、極めて近代的であると同時に、古代芸術への思考性をも併せ持つ、理想的裸体像や理想的風景の再構築を目指した点において、セザンヌは古典主義の精神を継承しながら、それを全く新しい形式で蘇らせたのである。
5人の水浴する人々が書かれた1876から77年という年代は、印象派の運動が華やかに展開されていた時期にあたる。モネやルノワールが古外制作において光と色彩の相互作用を追求し、目の前の現実を即興的に描写する中、セザンヌは同じく印象派のグループに名を連ねながらも、明らかに異なる方向を志向していた。この作品に見られる筆致は、決して軽やかではない。むしろ粘りつくようなタッチで画面を覆い尽くし、分厚いマチエールが肉体と空間の重みを強調する。色彩も印象派的な明るさとは一線を画し、深みのある茶褐色や濁った青など、鎮静的なトーンが支配している。セザンヌはこの時期すでに印象派の目に見える世界を超えて、目に見えない構造への関心を深めつつあったのである。この作品は単なる技法上の模索ではなく、絵画とは何か、人間とは何か、自然とは何かという根本的な問いに対する一つの回答であった。ここに見られる静けさ、厳粛さ、そして不安定な均衡感は、セザンヌが近代絵画において提示したもう一つのモダンの姿に他ならない。この作品が後世に与えた影響は計り知れない。ピカソやブラックはセザンヌからキュビスムの道を見出し、マティスやドランらフォービスムの画家たちは、その色彩と構図に新たな解釈を施した。5人の水浴する人々における人物と風景の統合的構成は、やがてセザンヌ晩年の代表作大水浴図。1898、1905において頂点を迎えるが、その原型がすでにこの時期に成立していたことは、驚くべき事実である。また、現代的視点から見ると、この作品にはジェンダーや身体、自然観などに対する再考を促す要素が数多く含まれている。裸体は性的な対象ではなく、空間における構成要素であり、自然との等価な存在として書かれている。この脱中心的視点は、21世紀の我々にとっても重要な示唆を与える。5人の水浴する人々は過渡期の作品である。だが、その過渡性こそが、セザンヌの絵画におけるダイナミズムを生み出している。この作品には、未完成のように見えるあらゆる要素が、むしろ未来に向けた始まりとして作用している。そしてそれは、印象派の終焉でもなければ、古典主義の模倣でもない、モダンを再定義する、新たな原初的言語の邦画なのである。2025年の三菱一号館美術館において、本作がルノワールの洗練された筆致と並び展示されるという事実は、フランス近代絵画における2つの対極感覚の詩学と構造の哲学が、いかにして同時代を共有し、互いを照射し合っていたかを我々に如実に伝えてくれることだろう。緑陰の光と絵画の革新、セザンヌ創上の昼食をめぐる制察。1870年代後半、ポール・セザンヌは画家としての一つの転機を迎えていた。パリの喧騒から距離を置き、プロバンスの陽光と風景に抱かれながら、彼は自己の内容に根ざした絵画の原理を探求し始める。そのただ中に生まれた作品の一つが、創上の昼食である。オランジュリー美術館に所蔵される本作は、同名の主題で知られるマネの挑発的な構図とは異なる文脈を持ちつつも、19世紀後半の絵画史の流れを大きく塗り替える意志とひそやかな革新性を内包している。本校では、創上の昼食が示す構図、色彩、筆致、そしてその背景にある美術史的文脈を掘り下げながら、2025年に開催される三菱一号館美術館の展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠における展示意義についても考察を加えたい。創上の昼食というタイトルを冠する作品において、まず避けて通れないのは、エドゥアール・マネが1863年に発表した同名作品との関係である。マネの創上の昼食は、ラフと着衣の男たちという挑発的な図像構成によって、サロン界を揺るがしたスキャンダラスな作品だった。セザンヌがこれと同じ主題に取り組んだことは、単なる引用や模倣ではなく、自らの立ち位置を確かめるための内的対話であり、美術史への再解釈であった。セザンヌの創上の昼食においては、女性と男性が自然の中で穏やかに共存している。そこには、マネの構成に見られるような視線の緊張や社会的挑発は希薄であり、
代わりに空間と体の構造的な関係性をめぐる実験が前景化している。セザンヌにとって草上の昼食は、スキャンダルを超えた画面における物と物の関係を見つめ直す試みであり、それこそが彼の絵画哲学の根幹にある。草上の昼食の画面に目を向けると、まず注目すべきはその構図の不思議な安定感と重厚さである。画面の中央には地面に座る人物たちが配置され、周囲の木々や草むらがそれを包むように描かれている。空間は奥へと開かれているが、遠近法に依存せず、むしろ各要素が平面的に配置されているようにも見える。これは、セザンヌが対象を単なる視覚的印象としてではなく、立体として捉えようとした姿勢の表れである。セザンヌの筆致は荒く、時に荒々しい印象を与えるが、その一筆一筆は空間の重さを計算した末の配置である。彼の筆触は、物体の存在感を再構築し、色彩によってボリュームを形作る。人物の体は輪郭によって閉じられず、隣接する背景とともに溶け合いながらも、自立した形として画面に存在する。この一見不安定に見える配置の中に、セザンヌ特有の秩序と安定が宿っている。草上の昼食において色彩は、単なる装飾的な要素ではなく、対象の構造を語る言語である。特に注目すべきは、緑と茶、白と赤の対比により生まれる空間の緊張である。人物の肌は冷たい光を浴びてやや青みがかって描かれており、背景の緑の中に埋没しそうでいて、絶妙な色の違いにより前景化される。セザンヌは、自然を円筒、球、円錐によって捉える、と述べたが、それは彼にとって色彩もまた、構造であるという信念に基づいている。筆致が生み出す微妙なグラデーションの中に、形態が浮かび上がり、色そのものが、形を語り出すのである。これは印象派の一過的な光の描写とは異なり、より持続的で、彫刻的な視覚空間を思考している。この作品における人物の描写は、決して写実的ではない。むしろ不自然さすら感じられる硬直したポーズ、重量感のある体の処理は、セザンヌが人間を見ることの困難さと誠実に向き合った結果として現れる。人物の体は、単なる自然主義的描写を超え、物としての存在感を強く帯びている。セザンヌは、人物の肉体を自然の一部として空間に織り込むように描いた。木々の中に置かれた彫像のように、彼らは一種の静止性を称えつつ、同時に空間全体を支配する軸となっている。これによって、セザンヌは人物画に新たな次元をもたらした。すなわち、体を感情や表情ではなく、空間と形態の一部として捉え直すという確信である。それはルノワールの感性的な人物表現とは対照的であり、両者の比較によって、この展覧会が提示するモダンの開拓者たちというテーマがより鮮明に浮かび上がる。草上の昼食は、構図、主題の面から見ても、野外画プランエールという19世紀フランス絵画の伝統に接続されている。自然の中での人物群像という設定は、古典主義からロココ、印象派まで連なる重要なモチーフであった。だがセザンヌは、この伝統を写し取るのではなく、解体し再構築する道を選ぶ。この自然と人間の等価性は、セザンヌが風景画において到達した方法論を人物画に適用した結果であり、絵画における主題性の再定義でもある。そこには、自然を美しい背景として見るロマン主義的視線の解体があり、物の秩序を探求する幾何学的意志が働いている。ルノワール×セザンヌ展における本作の意義本展、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠では、同時代に活動しながらも異なる絵画理念を追求した二人の画家の対比が際立つ。ルノワールは感覚と閲楽、親密さを重視し、人物に魂を与えようとした。対してセザンヌは絵画を考える場とし、構造と秩序に向かった。この中で草上の昼食が果たす役割は大きい。それは人物、風景、構図、色彩すべての面でセザンヌの根源的な探求が凝縮された作品であり、ルノワールの絵画的快楽と対峙する形で絵画の未来を開く力を見せている。単なる過去の反復ではなく、
未来を照らすような輝きを持つこの作品は、20世紀のキュビスムや抽象絵画を準備する存在として再評価されるべきであろう。興味深いことに、草上の昼食は未完であるという指摘もなされている。人物の顔や細部には仕上げの筆が入っていないように見える部分もあり、セザンヌ自身が満足しなかったのかもしれない。しかしこの未完成こそが本作の真の価値を浮かび上がらせている。未完とは単に途中であることではなく、開かれているということである。セザンヌの絵画は常に探求の途中にあり、見る者の思考と感性を呼び起こす開放性を備えている。草上の昼食は完成された身の象徴ではなく、生成の場そのものであり、見るたびに新しい問いを投げかけてくる。2025年の三菱一号館美術館展において、本作が再び光を浴びることは、私たちにとっても見ることの原点を問い直す機会となるだろう。そこには1870年代のパリとプロバンス、そして現代の東京をつなぐ静かだが力強い芸術の連続性が息づいている。庭のセザンヌ夫人、静謐なる自然の中に宿る近代の精神。ポール・セザンヌは19世紀後半のフランス絵画を革新した巨匠であり、印象派からモダニズムへの橋渡し役を果たした画家として知られる。彼の制作は単なる写実や印象の補足を超え、形態と色彩の秩序的な探求によって新たな美術の地平を切り開いた。庭のセザンヌ夫人、1880年頃制作は、その名の通りセザンヌの妻であるマリー・ホディロを描いた作品であり、オランジュリー美術館に所蔵されている。2025年に三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠にて展示されるこの作品は、セザンヌの肖像画の中でも特に重要な位置を占めている。本作は1880年頃に描かれ、セザンヌの妻をモデルとした肖像画の一つである。セザンヌは自身の妻を何度も描き続けたが、その肖像は単なる写実的な似姿を超え、モデルの内面と自然との調和を探る試みとして重要視された。庭のセザンヌ夫人は、屋外の庭園という自然の中で、落ち着いた表情のマリーが静かに佇む様子を描写している。作品は油彩特有の豊かな質感と色彩の層を重ねる技法で構成され、光と影、形態の構造が緻密に計算されている。この作品の来歴は、セザンヌの生涯の中でも比較的初期の時期に属し、彼の芸術的探求の途上にあったことを示している。オランジュリー美術館に収蔵されている本作は、多くの美術愛好家や研究者にとって、セザンヌの肖像画の代表例として評価されている。本作における主題は、モデルとしての夫人と、それを取り巻く自然環境の共存である。セザンヌは人物像を単独で切り離して描くことを避け、常に空間の中で形態と色彩の関係を探求した。構図は静謐で安定感があり、夫人の姿は画面中央に据えられ、周囲の庭園が穏やかな曲線や斜線を形成しつつ彼女を包み込む。庭の緑は多彩な色調を帯び、光の揺らぎが豊かなテクスチャーをもたらす。背景と前景の連続性が視覚的に重なり合い、自然と人間の存在が融合する感覚を生み出している。加えて、セザンヌは構図の中に秩序と緊張感を巧妙に織り込んでおり、静けさの中に内在する動的な力学を表現している。夫人の視線の向きや姿勢、背景の植物の枝葉の配置など、細部にわたり意図的なバランスが計算されている。これにより作品全体が一つの調和した世界として成立している。セザンヌの色彩は、単なる光の再現ではなく、色面の組み合わせと対比によって構築される。作品全体にわたって厚塗りされた色彩の層は、物質的な存在感と精神的な奥行きをもたらす。特に緑や青の庭の色調は多様で、微妙なグラデーションと不規則な筆致により、自然の複雑な表情を抽象的に表現している。一方で、夫人の肌や衣服は比較的落ち着いた色調で描かれ、庭との対比により浮かび上がる。セザンヌはここで色彩の対比と調和を駆使し、視覚的なリズムを生み出している。このリズムは、静的でありながらも視線を誘導し、鑑賞者の目を画面の様々な部分に導く。
色彩は感情の表現としても機能し、緑の豊かさは生命力を、婦人の肌の穏やかな色は内面の静けさを象徴している。形態は幾何学的でありながら有機的で、セザンヌの特徴である形態の建築家が顕著に見て取れる。曲線や直線、楕円形が重なり合いながら対象の実態を秩序立てて捉えている。このアプローチは後のキュビスムや抽象美術に先駆けるものであり、単なる視覚的再現を超え、絵画の本質を探求する試みとして高く評価されている。マリー・ホディロは夫セザンヌの芸術的なパートナーであり、彼女の肖像はセザンヌの制作において繰り返し登場するモチーフであった。作品の中の彼女は控えめで落ち着いた印象を与えつつも、目には深い思索や感情が宿っている。婦人の表情の曖昧さや静筆さは、単なる外見以上に人間の内面の複雑さや時の流れを感じさせる。これはセザンヌの肖像画に共通するテーマであり、対象を時間と空間の中に置き、静止した瞬間の中に永遠性を見出そうとする彼の試みを反映している。婦人の存在はまた、セザンヌの個人的な感情と結びついており、その絆が作品に独特の温かみと深みを与えている。彼女は単なるモデル以上の画家の内面世界の一部として描かれている。本作は、セザンヌの革新的な技法の典型例である。彼は伝統的な写実主義や印象派の一瞬の光の印象とは異なり、形態の構造と色彩の調和を追求した。筆致は重層的で、色彩はパッチ状に配置され、それらが視覚的に組み合わさることで立体感と空間感覚を創出する。このパッチワーク的な色彩構成は、後のキュビスムや抽象美術の基盤となり、セザンヌは近代美術の父と称されるゆえんとなった。また、画面全体のバランスとリズムは、伝統的な絵画の規則を破壊しながら新たな秩序を生み出す。これは、絵画における形態の再構築ともいえ、20世紀美術の発展に多大な影響を与えた。加えて、セザンヌは筆致の方向性を巧みにコントロールし、見る者の視線を画面上で巧妙に誘導する。これにより単調な色面の連続ではなく、動きのあるリズム感が生まれ、絵画に生命力を吹き込んでいる。庭のセザンヌ夫人は、単なる肖像画ではなく、人間存在の本質と自然の調和を探求した作品である。セザンヌは形態の背後に潜む構造的な法則を解明しようとし、それは彼の絵画を哲学的なものへと昇華させた。自然と人間は対立するのではなく、一体の構成要素として捉えられ、作品の中で相互に響き合う。これは、19世紀末から20世紀初頭の西洋思想における自然観や存在論の変化とも重なる。2025年の三菱一号館美術館、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠展では、印象派の柔らかい光と情感を代表するルノワールと、構造的で未来志向のセザンヌが対比的に展示される。庭のセザンヌ夫人は、形態の建築的理解と色彩の構成力でモダニズムを予告し、ルノワールの自然主義的かつ感情的な表現と絶妙な対話を生み出す。両者の比較は、19世紀末から20世紀初頭の芸術の多様性と深みを明らかにし、鑑賞者に新たな視点を提供する。この展覧会は、美術史における2つの異なるアプローチの対話であり、セザンヌとルノワールがいかに時代の美術潮流を牽引し、後世に影響を与えたかを示す貴重な機会となる。庭のセザンヌ夫人は、技術的な革新と深い人間理解が結実した傑作である。セザンヌはこの作品を通じて、形態と色彩の新しい秩序を提示し、20世紀美術の基盤を築いた。今日の多様で複雑な社会においても、作品が示す個人の存在と自然との調和、時間の流れの中の静寂は普遍的なテーマであり続ける。鑑賞者は本作の前で過去と現在をつなぎ、人間の内面に秘められた普遍的な感情と精神を感じ取ることができる。静けさの中の親密。セザンヌ・Nの作品画家の息子の肖像をめぐって、その絵を初めて目にしたとき、私たちは知らず知らずのうちに息を止めているかもしれない。柔らかな光が降り注ぐ画面の中に、一人の少年が椅子に腰掛けている。
その小さな体は、まるで時間の流れの外側にあるかのようだ。ポール・セザンヌが描いたこの画家の息子の肖像は、単なる親子の記録にとどまらず、愛情と観察、造形の深みが共鳴する詩的な瞬間を私たちに差し出す。少年の名はポール・セザンヌ・ジュニア。画家の唯一の息子である。父セザンヌは彼に深い愛情を注ぎながらも、その愛は過剰な感情表現ではなく、静かな眼差しと筆によって確かに伝えられている。この肖像が描かれたのは1880年頃。ちょうどセザンヌが風景画と静物画の形式を確立しつつあった時期であり、人物表現にも新たな展開を模索していた時代だった。この作品は現在、パリのオランジュリー美術館に所蔵され、2025年の展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠にて、三菱1号館美術館にも姿を見せている。東京の美術館の静謐な空間で、この小さな肖像画が発する柔らかな光に、人は何を感じ取るだろうか。少年は、正面から少し右を向き、しかし視線だけはまっすぐにこちらを捉えている。椅子の背もたれにもたれかかることなく、どこか緊張を帯びたまま、真摯に画家を、つまり父を見つめているように思える。この視線は不思議な強さを持っている。目に宿る感情は曖昧で、無垢とも、疑念とも、寂しさとも読み取れる。それは鑑賞者の心のありようによって揺れる鏡のようであり、まるで私たち一人一人の記憶にある、子供であった頃の自分、や、かつて愛された誰かの面影を、そっと呼び起こしてくれる。セザンヌは、こうした視線の力を意識的に描いた。彼の肖像画における人物は、たとえどんなに静かに座っていても、内側に確かな意志や感情を秘めている。表面的な写実を超えて、存在そのものの重さや形を捉えようとするその姿勢は、他の印象派画家たちとは異なる、より彫刻的で構造的なアプローチを感じさせる。この作品の魅力は、視線の強さだけではない。画面全体を構成するフォルムの調和に、セザンヌ独自の造形感覚が現れている。例えば、椅子の背もたれの丸み、少年の頭の形、眉の弧、頬や顎のライン、さらには服の襟元までが、どれも緩やかな曲線で呼応している。このように、似た形を繰り返す、構成手法は、セザンヌの肖像画や静物画に共通して見られる特徴である。彼にとって絵画とは、感覚の再現以上に、形と色による秩序だった世界の再構成だった。自然や人物を、そのままではなく、円筒、旧円錐に還元して捉えるという彼の有名な言葉は、まさにこの作品の中でも息づいている。しかしそれは冷たい理論の適用ではない。むしろ、対象の本質をつかむための優しい手つきであり、愛情の表現であった。息子の姿を幾度もスケッチし、寝ている姿すらも描き留めようとしたセザンヌの眼差しの奥には、この子の存在を、確かにこの世界に刻みたい、という静かな祈りが込められていたのかもしれない。肖像はバストアップで描かれ、画面の大半が少年で満たされている。背景には余分な装飾がなく、ひたすらモデルの存在に焦点が当てられている。こうした近さは、写真技術の影響を思わせる。19世紀中頃のダゲレオタイプ、つまり初期の写真肖像に見られるような構図と視線の一致。それは時間を一瞬で封じ込め、見る者に訴えかける力を持っている。セザンヌもまた、時間を止めることを望んだのかもしれない。幼い息子の顔、形、そこに宿る魂を永遠に絵の中に留めておきたい、そんな父親の願いが、この構図には現れている。この近さは単なる物理的な距離ではない。精神的な親密さ、血のつながりから生まれる理解と共鳴、言葉にしがたい気配のようなもの。それは芸術によってしか捉えられない繊細な関係の証である。この絵は誰かの肖像画であることを超えて、一つの存在の記録として立ち現れている。描かれているのはセザンヌの息子だが、そこには名もなきすべての子供たちの姿が重なる。父の眼差しは、そのまま人間への眼差しとなり、子から普遍への道を開いている。セザンヌは絵画を通して、見るという行為の本質を追求した画家である。彼にとって、自然も人間も、ただ見えるものではなく、
見ることで見えるようになる存在だった。つまり、画布の上に描くという行為こそが、存在を照らし出す灯火となるのだ。この絵の中で、少年はじっとこちらを見返している。しかしその視線は、どこか遠くを見ているようでもあり、私たちの心の奥へと届いてくるようでもある。描かれたものと描いたもの、見るものと見られるもの。彼らの関係は静かに絵画の中で交錯し、やがて一つの深い静寂へと沈んでゆく。セザンヌにとって肖像画は、単にモデルの外見を写すものではなかった。それは形と空間、感情と構造の実験の場であり、自身の芸術的探求の核心でもあった。画家の息子の肖像にも、その緊張感が漂っている。完成された作品でありながら、どこか途中のようにも見える、曖昧さと未完のような佇まい。それは、彼が自然や人間を完成されたものとしてではなく、変化と関係の中にあるものとして捉えていたことの証でもある。セザンヌの筆は、迷いなく、しかし慎重に進んでいる。色の置き方、形の配置、陰影のバランスそのすべてが、彼の見るという行為の痕跡として画面に刻みつけられている。そしてそこには、決して声に出すことのない深い父の愛情が音のない言葉として流れている。画家の息子の肖像は小さな画面の中に無限の対話を宿している。セザンヌと息子との間に流れる感情、父と子という普遍的な関係、そして画家と鑑賞者との間に生まれる静かな問いかけ、それらは時を超えて生き続ける。私たちはこの絵を見つめながら自分自身の中にある記憶や感情、過去や未来と向き合うことになる。愛する者の顔を、あるいは失われた瞬間を、どこかで思い出すかもしれない。そこにあるのは、絵画という名の歌であり、沈黙の物語である。セザンヌがこの肖像を描いたとき、彼の心の中にはどんな風が吹いていたのだろうか。その答えは、画面の中に静かに眠っている。見るたびに変わる表情、繰り返される曲線、語られぬ思い、それらはすべて今なお生きている。セザンヌの画家の息子の肖像は小さな絵画でありながら極めて深く豊かな世界を私たちに与えてくれる。それは一人の父が息子を見つめた時間であり、人間の存在の輪郭を描こうとした静かな戦いの記録であり、同時に私たちの心の奥にそっと触れる時を超えた歌である。この絵は終わることがない。見るたびに新しい光を放ち、語りかけてくる。そこには確かに、セザンヌという名の画家が、一人の少年と過ごした瞬間が、今もなお、色彩と形の中に生き続けている。永遠の沈黙と対話。セザンヌ夫人の肖像に寄せて、薄曇りの午後、静けさに包まれた展示室に一人佇むと、一枚の肖像画が見る者の心にそっと語りかけてくる。言葉なき対話が始まるのは、その絵の沈黙があまりにも雄弁だからだ。それは、ポール・セザンヌが1885年から1895年の間に描いた、セザンヌ夫人の肖像を。色彩と形が綿密に組み上げられたこの作品は、単なる愛情や親しみの表現ではなく、もっと深く、もっと複雑な人間と存在の距離を語っている。この絵のモデルは、セザンヌの長年の伴侶であるオルタンス・フィケである。彼女はセザンヌの絵画に幾度となく登場するが、その表情はいつもどこか遠く、感情を抑えたものとして描かれている。しばしば冷たいとか硬直したとさえ評されるその描写の背後には、セザンヌ独自の眼差しと彼の芸術に対する厳粛な姿勢が潜んでいる。愛するものではなく、見るべき対象としての妻ルノワールやモネが家族や恋人を温かく、微笑みを浮かべた姿で描いたのとは対照的に、セザンヌは極めて抑制的な、むしろ距離を持った視線でオルタンスを描く。表情には喜怒哀楽のいずれも見られず、姿勢も直立不動。ドレスのひだも幾何学的に構築され、背景の椅子や壁の装飾さえも感情を排した形として処理されている。だがそれは冷淡な描写なのだろうか？あるいはセザンヌが妻を愛していなかった少佐なのだろうか？それはむしろ逆である。彼は最も身近な存在であるがゆえに、彼女の姿を徹底して観察の対象として見つめた。
感情の濁流に流されぬよう、対象と自身の間に一線を引き、絵画という厳密な構造の中に存在の真実を封じ込めようとした。芸術家にとって愛するということは、時に描くこととは反する行為である。セザンヌは見ることの中にある種の残酷さを自覚していた。見るという行為には理解と断絶が同居している。妻を一個の存在として純粋に捉えるために、彼は愛情というフィルターすら取り外した。感情よりも構造と色彩が全てだった。だからこそ彼の肖像画には写実ではなく真実が宿るのである。青と緑が語る静筆な調和。この肖像画において注目すべきは、ドレスや背景に配された青や緑の色彩だろう。これらの色はただ服や椅子を表すにとどまらず、顔の陰影や髪の中にも忍び込む。そう、セザンヌは色をもって形を構成し、空間を編み上げているのだ。モデルの輪郭は線ではなく色彩の際によって浮かび上がる。このような色彩の用法は、彼が印象派から距離を取りながらも、色の持つ力を最大限に引き出そうとした痕跡である。青と緑が混じり合うことで、静けさの中にわずかな緊張が生まれ、画面全体に息づくようなリズムが宿る。オルタンスの顔にも青や緑の影が落ちている。それはまるで彼女の内面にまでこの静筆な色調が浸透しているかのようだ。感情を押し隠したその表情は見る者の想像力を誘う。彼女は一体何を考えているのか、それは描かれていない。だが書かれていないがゆえに、見る者は彼女と心を交わすことができる。表情の空白は鑑賞者に開かれた扉である。またセザンヌの筆致においては、色は単なる装飾ではなく構造そのものである。彼にとって青や緑は静けさや冷静さといった感情を象徴する以上に、形の重なりや空間の深みを導く道具だった。セザンヌはこうした色彩によって目に見える世界の重さや奥行きを視覚的に定着させたのだ。沈黙の存在感と永遠性。この絵を前にすると、時間が緩やかに停止したような感覚に陥る。描かれた人物は動かない。瞬間を切り取ったのではなく、むしろ時間のない時間に存在しているようだ。それはセザンヌの絵画全体に共通する特徴であり、彼の風景画や生物画でも同様に感じられる。セザンヌは一瞬の光や感情ではなく、変わらぬもの、普遍的な形を追い求めた。そしてその探求は、身近な存在においても例外ではなかった。セザンヌ夫人の肖像は、その静筆な表情と構築的な形態により、私たちに変わらぬ存在の重みを感じさせる。ここに書かれたオルタンスは、もはやただの妻ではない。彼女は画家の眼差しを通して永遠の像としてこの世界に定着した。沈黙の中に宿る存在感、それがこの作品の核心である。さらに言えば、セザンヌにとって沈黙は決して無言ではなかった。むしろ、語りすぎる言葉を捨ててこそ、人間の存在が持つ真の厚みが現れると彼は信じていた。感情を抑制することでこそ、形が語り始める。その信念が、この肖像にも深く息づいている。展覧会にて、現代に蘇る沈黙の声。2025年、三菱一号館美術館にて開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠展では、このセザンヌ夫人の肖像も展示される。ルノワールの官能的で親密な肖像画と並んで見ることで、セザンヌの描写の特異性が一層際立つだろう。ルノワールが感情を、セザンヌが存在を描いたのだとすれば、それはまさに絵画というメディアの多様性と奥深さを示す証左に他ならない。画面に込められた沈黙は、決して無音ではなく、見る者の感覚を研ぎ澄ませ、作品と鑑賞者との間に静かな対話を生むのである。展覧会という場においては、こうした沈黙の肖像が、現代の私たちに新たな眼差しを促す。騒がしい情報の波にさらされる私たちにとって、この静筆な絵画の前に立つひとときは、まるで祈りのような時間となる。見つめることで語り、沈黙の中で想像する。それは、セザンヌが絵画に託した最も純粋な願いだったのかもしれない。
終わりに存在の輪郭をなぞるように描かれるということは、存在を確かめられるということでもある。だが、セザンヌがその筆で描き出したのは、ただの肖像ではなかった。彼が追い求めたのは、姿形の背後にある存在の本質であり、その探求は生涯を通して一貫していた。オルタンスフィケの顔に青と緑の影が差すたびに、私たちは彼女のありようを問われる。彼女は何者か、彼女の沈黙は何を語るのか、そしてその問いは、そのまま私たち自身の存在への問いへと跳ね返ってくる。セザンヌ夫人の肖像は、沈黙の中に真実を宿す作品である。それは見る者の眼差しによって何度でも意味を変え、今も変わらぬ静けさの中で、そっと語りかけてくる。風景の内容へと歩む眼差し。ポール・セザンヌの作品田舎道、オーベール・シュルオワーズ、1872から1873年制作をめぐって、一筋の田舎道がまるで静かに呼吸しているかのように、キャンバスの奥へと続いていく。緩やかな曲線を描きながら、木々と小屋に囲まれ、道はやがて遠くの空へと消えてゆく。ポール・セザンヌの田舎道、オーベール・シュルオワーズは単なる風景画ではない。それは画家の眼差しが導く思索の道であり、自然と時間が静かに交差する場でもある。印象派から歩み始めたセザンヌの眼差し1872年から1873年にかけて制作されたこの作品は、セザンヌの比較的初期にあたる油彩画である。ちょうどこの時期、彼はカミーユ・ピサロの影響を受け、印象派の古外制作に取り組み始めていた。だが、彼の風景画は、印象派の軽やかな筆色や光の戯れを真似るものではない。むしろ彼は自然の背後に潜む秩序と構造を見つめ、それを絵画の形式の中で再構築しようとしていた。セザンヌにとって風景は見るものではなく、組み立てるものであった。印象派が一瞬の感覚を捉えようとしたのに対し、セザンヌは永続する本質、変化の中にある普遍の形を探し求めたのである。オーベール・シュルオワーズという場書かれた地、オーベール・シュルオワーズはパリ近郊の静かな村であり、多くの芸術家が足を運んだ。後にフィンセント・ファン・ゴッホが最後の日々を過ごしたこの村は、19世紀の画家たちにとって自然と向き合う開かれたアトリエのような場所であった。セザンヌもこの地にたびたび訪れ、田園風景の中に制作の静けさを乱していた。田舎道、オーベール・シュルオワーズは、そうした経験の中から生まれた作品であり、村の片隅にある何気ない道を描きながらも、その奥には画家の深い精神的な探求が潜んでいる。道を歩む眼差し画面中央を横切るようにして続く田舎道。その道は視線を自然と奥へと誘い、曲がりくねるカーブの先に何があるのか、見る者の想像を喚起する。草木が揺れ、小屋の屋根が低く重なり、空は淡い光に包まれている。色彩は穏やかで、全体に柔らかなトーンが漂う。だが、その中には確かな造形意識が宿っている。セザンヌは、光を即興的に捉えるのではなく、色と形を通じて風景の構造を明らかにしようとした。彼の筆致は、印象派のように自由奔放ではない。一筆ごとに重さがあり、早土、空気さえも画面に確かな存在として定着させようとしている。色彩の重なりが各時間本作の色彩は一見すると控えめで地味にも思える。だが、よく見るとそこには深い層がある。土の茶、草の緑、空の青、それらは単なる色ではなく、時間の移ろい、気候の変化、感情の揺らぎをも映し出している。道の両脇に広がる緑は、風の通り道のように感じられ、葉のざわめきが聞こえてきそうな気配を持っている。空の色もまた、ただの背景ではない。何度も塗り重ねられた青と白のグラデーションは、セザンヌの心象風景そのものであり、道の上に降り注ぐ光と空気の厚みを表現している。静けさの中の動き。セザンヌの風景画には、特有の静けさがある。それは、音のない世界のようでありながら、決して無風ではない。風が草木を揺らし、枝葉の影が地面に移ろい、遠くの道を歩く人の気配さえ感じられる。こうした静けさの中の動き
は、まるで時間そのものが絵画の中で鼓動しているかのようである。道というモチーフは、セザンヌにとって単なる空間の描写ではなく、時間の象徴でもあったのだろう。絵の中では道は静止している。だが、私たちの視線がその先へと進むことで、絵画に時間が流れ始める。眼差しが歩むその先には、過去も未来も含んだ今が広がっている。物の構造へセザンヌの方法セザンヌは、やがて自然を円筒、球、円錐で捉えるべきだと語るようになる。これは自然を幾何学的な構造として把握するという彼の芸術観を端的に示した言葉である。本作にもその方画が見られる。木々の配置、家屋の形、道の曲線は全てが慎重に構成されている。偶然に任せるのではなく、自然の形を一つ一つ確認しながら画面に秩序を築いていく。この構築性こそがセザンヌが印象派から離れて独自の道を歩んだゆえんである。後世への影響、キュビスムと抽象の予兆田舎道、オーベール・シュルオワーズのような作品は20世紀美術への重要な礎を築いた。セザンヌの構造的な視点はパブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックに大きな影響を与え、キュビスム誕生の導火線となった。セザンヌは見えるものの向こうにある本質を捉えようとした。その営みは単なる写実を超えた存在の探求へとつながり、抽象芸術の可能性をも切り開くことになる。見るという行為の再発見セザンヌの風景画は私たちに見ることの意味を問いかける。田舎道、オーベール・シュルオワーズを前にするとき、私たちはただ風景を鑑賞するのではない。むしろその風景の中を歩くようにして、眼差しを深く沈め、自然と対話することが求められる。道の先に何があるのか、それは見る者それぞれの心の中にある。セザンヌの眼差しに導かれ、私たちは風景の奥へ、時を超えた今へと歩みを進めていく。2025年、三菱一号館美術館での展示。2025年に三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠展において、この作品が展示されることには象徴的な意味がある。ルノワールが人間のぬくもりや感情の豊かさを称えた画家であったとすれば、セザンヌは世界の成り立ち、構造的な秩序を見つめた画家であった。2人を対比することで、私たちは見るという行為そのものの多様性と深さを再認識することになるだろう。終わりに沈黙の中の声セザンヌの田舎道、オーベール・シュルオワーズは静かな声で語りかけてくる。風景を通じて語られるのは自然との対話、人間の眼差しの深まり、そして芸術という営みの根源である。私たちはこの田舎道をセザンヌと共に歩いている。絵の中の道は止まっているようでいて、実は私たちの心の中で静かに歩み続けているのだ。赤い岩の声を聞くセザンヌの静けさと構築の至極比の光が高く昇る頃、風の音さえも押しとどめるような静寂が南仏エクス・アン・プロバンスの荒れ地に横たわる。そこには今は使われることのない石の断崖ビベミュス採石場がある。ポール・セザンヌが1895年から1900年にかけて描いた赤い岩は、この風景を題材とした一枚であり、彼の芸術が自然との対話の中でどのように進化していったかを物語る静筆な証言でもある。残された風景、残された時間ビベミュス採石場は、18世紀後半まで実際に建築用の石材が切り出されていた場所であった。しかし、セザンヌが足を運んだ時、その場はすでに人間の営みの気配から解き放たれ、再び自然の懐へと戻りつつあった。かつて削られた岩肌にはなお斧の跡が残り、苔や灌木が静かにその表面を覆い始めている。この放棄されたという事実は、セザンヌにとって詩的な魅力を持っていたのだろう。人の手が触れたことの記憶を岩が語り、自然がそれを時間とともに包み隠していく。まるで風景そのものが過去と現在の狭間に身を置き、内なる声で囁いているようだ。セザンヌはその囁きを筆と色彩で可視化しようとした。色彩が語る三重層画面に広がるのは赤、青、緑という3つの原色の構成。だが、それは単なる色彩の装飾ではない。
赤い岩の赤は、大地の熱と記憶を称えた土壌そのものの色であり、かつて石工たちがうがち取った断面の告白でもある。岩は日の光を浴びて、血のように燃えるような朱色に染まる。一方、画面上部には晴れやかな青空が広がり、それが冷静さと永遠の象徴として空間に広がっている。その下には緑の木々生命の象徴が揺れている。だがこの緑も生き生きとした自然ではなく、どこか抽象性を帯びている。それは、セザンヌの眼差しが単なる自然描写を超えて、物の構造、存在の核へと迫ろうとする意志を映し出しているからだ。三つの色は、互いに反発することなく、むしろ互いを引き立て合いながら、画面にリズムを与えている。そこには、音楽の三和音にも似た調和が宿っている。ヒッチという構築セザンヌの絵画において、最も特徴的なのはヒッチのあり方である。本作でも、岩、空、樹々といった自然の要素が、彼独特のストローク一定方向に、しかも規則的に重ねられたヒッチによって構成されている。このヒッチは、自然の形態を模倣するのではなく、むしろそれを再構築する。自然の再発見とも言える行為である。絵画の中の世界は、現実を再現するためにあるのではない。セザンヌにとって、それは、見ることを深め、存在することを問い直す場であった。目に見える現象の奥にある構造を、彼は色彩と筆致で捉えようとした。まるで石工が岩を一打ち一打ちで削るように、セザンヌもまた一筆一筆で風景の本質へと迫っていく。その意味で、彼の絵画は、見る風景ではなく、思考する風景である。赤い岩の画面における均質なストロークは、機械的でありながら、どこか瞑想的なリズムを刻む。それは、セザンヌがただ見て描いたのではなく、感じ、考え、問いかけながら筆を進めたことを物語っている。自然と構造の融合赤い岩における風景は、単に美しいものとして存在しているのではない。むしろそこには、セザンヌの芸術における革新的な課題自然と構造の融合が現れている。彼はかつて自然の中に幾何学形態を見出せと語ったと言われている。円筒、球、円錐それらの単純な形が複雑な自然の中にも潜んでいると信じていた。岩肌の面と線、斜面と垂直面、木々の幹と絵。すべてが構造的な視点で捉えられ、それらが明確なバランスをもって配置されている。けれど、それは冷たい幾何学の羅列ではない。そこには南仏の日の光があり、風があり、過ぎ去った時間の痕跡がある。セザンヌは構造を重視しながらも、それを通して自然の史上を呼び起こそうとした。静けさの芸術赤い岩には人影も動物もいない。そこにあるのは風化しつつある岩と繁茂する木々、そして遠くに霞む空。それだけである。だが、この静けさこそが作品の最大の魅力なのかもしれない。静けさは単なる音のなさではない。それは時間がゆっくりと流れる空間の質感であり、見る者の心を内側へと導く装置である。セザンヌの絵画が現代においてもなお私たちの心を捉えるのは、まさにこの内なる静けさを称えているからである。彼の風景は決して観光的ではない。むしろどこか内省的で哲学的ですらある。赤い岩の前に立つとき、私たちは視覚の快楽以上のもの時間、記憶、存在といった深遠なテーマに向き合わざるを得ない。絵画の奥に響くもの赤い岩は、2025年、東京、三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠展にて、オランジュリー美術館の至宝として展示される。この展覧会の中で本作は、ルノワールの柔らかな筆致や色彩と対照をなすかもしれない。だが、セザンヌの作品には、より骨太な問いかけと探求の意志が横たわっている。色彩の調和、美術的構築、自然との対話、
静寂の時間それらが折り重なり、まるで大地が語る物語のように画面の奥から響いてくる。最後に、赤い岩が教えてくれること。セザンヌの赤い岩を見つめるとき、私たちは一枚の絵画以上のものを体験する。それは、自然の奥深くに潜む構造への問いであり、人間がかつてそこにいたことの記憶であり、そして何より、風景と人間の眼差しが交差する瞬間の詩のような沈黙である。セザンヌは、この無言の歌を、色と形と筆致だけで語り切った。その偉業は、現代の私たちにとってもなお、新しい風景を見るための眼差しを与えてくれる。彼の赤い岩は、私たちに問いかける。あなたは風景の声を聞いているか、と。ポール・セザンヌの作品。赤い屋根のある風景。レスタックの松。色と形が語る永遠の静けさ。南仏の光の中で、それはまるで空気の中に風景が溶け込み、風景の中に画家の呼吸が静かに流れ込んでいくような絵画である。ポール・セザンヌが赤い屋根のある風景。レスタックの松を描いたのは1875年から76年にかけて。彼が幾度となく訪れ、そして絵筆を取った南仏の地、レスタックを舞台にしたこの作品には、陽光に現れたプロバンスの丘陵と、そこに佇む松の木々、そして赤い屋根の家々が、柔らかながらも揺るがぬ構造で組み上げられている。レスタックはマルセイユ近郊の小さな村であり、地中海からの風を受けて起伏する丘や、岩肌を覗かせる山々が美しい自然を形作っている。セザンヌにとってこの地は、風景が純粋な造形へと還元される構造の場であり、同時に自身の感情を静かに託すことのできる精神の避難所であった。絵の中では、ひときわ鮮やかな赤い屋根が、穏やかな緑と淡い青の間で静かに燃えている。その赤は、情熱でも怒りでもなく、まるで生の鼓動を秘めた静けさの色のようである。セザンヌは決して派手な効果に頼らず、むしろ構図と色彩の均衡において風景の歌を編み出していった。絵筆の奥にあるもの一見すると、この作品には特別な事件も登場人物の姿もない。だが、それこそがセザンヌの革命だった。彼は書くべきものを物語ではなく存在そのものに見出した。松の幹はまるで時間を蓄えた柱のように立ち、葉は陽光を受けて静かに波打つ。その一本の松がこの風景全体のリズムを導いているかのように見える。枝葉は周囲の空間と音もなく調和し、あたかも空気と色彩が混然一体となって画面全体に呼吸を与えているのだ。家々の屋根は整然とした形を持ちながら、しかし無機質にはならず、むしろ人の営みの温かさを語っている。セザンヌは物の形をただ写し取るのではなく、そこに流れる精神のリズムを救い取っていたのである。自然の中に幾何学を見出すと語った彼の言葉の通り、屋根は三角形として、木々は円柱として、そして山は巨大な三角形として構成されている。だがそれらは単なる図形ではない。風景という生命体の中に溶け込み、今にもこちらに語りかけてきそうな詩的存在なのである。セザンヌと印象派の狭間でこの作品は、セザンヌが印象派との交友を深めながらも、そこから一歩踏み出し、後世の芸術へと向かい始めていた時期のものである。印象派の画家たちは、光の移ろいを瞬間的に捉えることに情熱を注いだ。しかしセザンヌは、それとは異なる道を模索した。彼は、変わりゆくものの奥にある普遍の秩序を見つけようとしたのだ。この赤い屋根のある風景においても、セザンヌは印象派的な色彩の明るさを残しながら、それを厳密な構図と形の中に収めている。光はそこにあるが、決して表面に遊んでいるだけではない。むしろ、物質の中に静かに沈み込み、その本質を照らしている。それは、まるで沈黙のうちに語りかける歌のようであり、音のない旋律のようでもある。セザンヌは、風景を見ることから考えることへと変えていった。モダンへの架け橋として今日、セザンヌは近代絵画の父と呼ばれることが多いが、その評価はこのような作品にこそ象徴されている。赤い屋根のある風景には、後のキュビスムへの邦画があり、また抽象絵画への扉がほのかに開かれている。
パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックといったキュビスムの先駆者たちは、セザンヌの構成力に深く感銘を受けた。彼らにとってセザンヌの作品は、自然を円筒、球、円錐によって処理することの示唆に満ちた宝庫だったのである。だが、セザンヌは理論家ではなく、孤独な詩人であり続けた。彼の風景画は、ただ未来を指し示すものではなく、それ自体が完結した小宇宙であった。その中で、時は止まり、世界は静まり返る。そして我々は、その沈黙の絵の中で、自らのここの音を聞くのだ。見る者に寄り添う風景、赤い屋根のある風景は、その穏やかさゆえに、時として見過ごされるかもしれない。だが、そこに長く身を置いてみれば、絵の中には無数の深淵があることに気づくだろう。色は音のように響き合い、形は詩行のように連なっていく。松の静けさに耳を澄ませ、赤い屋根のぬくもりに心を寄せ、遠くの山営に時の気配を感じる。それは、見る者自身が風景の中に入り込み、やがて一つの存在として絵と溶け合う体験である。セザンヌの風景画は、決して鑑賞されることだけを求めてはいない。むしろ、見る者に生きる風景として共にあることを促しているのだ。それは、過ぎ去るものを留めるのではなく、日常の中にある永遠をそっと手渡してくれる芸術。赤い屋根の向こうに広がるもの。1875年、南仏の日差しの中でセザンヌが描いたこの風景は、150年近い時を経て、今東京の三菱一号館美術館にて、静かに人々を迎えている。その絵に向かう時、私たちは風景を見るだけでなく、自らの中に潜む静けさや形の記憶と出会うことになる。セザンヌの絵が語るのは自然の外見ではない。むしろそれは、見るとは何か、感じるとは何かという問いそのものである。そしてこの問いは、今も静かに私たちの目の前に置かれている。赤い屋根のある風景。その奥には、芸術が称える無限の沈黙と、見ることの喜びがそっと息づいている。川のほとりに響く静筆の調べ。ポール・セザンヌの作品船と水浴する人々をめぐって、一つの絵が語りかけてくる。まるで遠い川辺のさざ波が風に乗って耳元に囁きかけてくるように。ポール・セザンヌの船と水浴する人々。1890年頃制作は、そんな絵である。視線を向けた瞬間から我々は時間を遡り、ひととき南仏の川辺へと誘われる。絵の中では人々が水とざれ、船が悠然と進み、すべてが流れるように、だが確固としたリズムで存在している。本作は、セザンヌの親友であり熱心な支持者でもあったビクトール・ショケのパリの邸宅の戸口上部を飾るために描かれた。日常に静かな詩情を添える装飾画としての意図が込められていたのだろう。その目的ゆえか、本作は他のセザンヌ作品に見られるような緊張感や実験性よりも、穏やかで瞑想的な空気をまとっている。分断と再生の歴史。船と水浴する人々には得意な歴史がある。もともと一枚の長方形のキャンバスとして描かれたが、後に何らかの理由で3つの部分に切断された。そして長らくそれぞれが別の場所に分かれて保管されていた。この作品が再び一枚の絵として蘇ったのは1980年代、フランス国立美術館連合による修復事業によってである。分断され、また一つに戻されたキャンバス。その傷跡は今もかすかに画面に残されている。だがそれこそが、この絵に特有の深みと詩情を与えているのではないだろうか。まるで川の表面に揺らめく波紋のように、過去の傷が光の下に浮かび上がり、絵に時間の層を重ねているようだ。水辺の舞台装置画面は横に長く、まさに戸口の上に掲げるための形式である。構図は自然の風景をそのまま写したというよりも、精緻なバランスで構築された舞台装置のようだ。左岸には水辺に佇む人々と停泊する船。画面中央には川面をゆっくりと滑る大きな船が配置され、右岸にも水浴する人々が点在する。ここには中心がない。あるいは、どこを中心としても良いとも言える。それぞれの群像が等しい比重をもって穏やかに共存している。セザンヌは空間を切り分けず、遠近法の一元的な視点に依存せず、
あくまで色彩と形の関係性によって絵画空間を構成している。まるで自然そのもののように、見る者の視線を固定せず、どこから見ても全体性が失われない。この特性は、後のキュビスムへの道筋を準備したとも評されるセザンヌ独自の空間感覚の結実でもある。色彩と形の交響曲。この絵を静かに眺めていると、色彩が耳に届くような感覚に包まれる。淡い緑、くすんだ青、やや温かみを帯びた土色、そして水面の白。音楽における和声のように、それぞれの色が隣り合い、反響し合って、調和を織りなしている。セザンヌは、自然を円筒、球、円錐として扱うと語ったが、本作においても人々の体や船の形は、明確な輪郭を持たず、光と影の中で静かに揺らいでいる。そこには、モチーフを写し取るのではなく、感じ取るそうしたセザンヌの態度が顕著に現れている。人物たちの姿勢や表情は簡略化されており、個々のキャラクター性はほとんど排除されている。だがその分、見る者の想像力が広がる余地がある。川辺で水に手を浸す人、遠くを見つめる人、あるいはただ佇む人。彼らは誰なのか、なぜそこにいるのか。明確な答えはないが、その不確かさがむしろ、絵に奥行きをもたらしている。水と時間のメタファー、船と水浴する人々、この組み合わせには、古代から続く象徴性が潜んでいる。船は移動、変化、人生の旅路を暗示し、水は清めと再生のメタファーである。セザンヌがどこまで意識的にこうした象徴を用いたかは定かではない。だが、画面の静けさと永遠性は、まるで絵が時の流れそのものを写し取っているかのような印象を与える。流れる船、その前後に広がる岸辺。人たちは時の川に身を委ね、水に触れながら人生の一部を過ごしている。そこには劇的な出来事も、大行な身振りもない。ただ日々の営みが、静かに、ゆっくりと描かれている。そう、セザンヌが描いたのは、ただの風景ではない。時間の重なりであり、空間の歌であり、人間の存在の定年にも似た工程である。静けさという抵抗、19世紀末という時代、絵画は劇的な展開を迎えていた。印象派が自然の一瞬を捉えることに奔走し、後期印象派はより個人的なビジョンへと向かい、世紀末の象徴主義者たちは幻想や神秘へと筆を進めた。そうした中で、セザンヌは風景の中に永遠を見出そうとした。瞬間の光ではなく、変わらぬ関係性。感情の高ぶりではなく、静けさの持続。船と水浴する人々には、まさにその静けさが宿っている。それは無関心でも、冷淡でもない。むしろ世界を深く見つめ、受け入れようとする眼差しの表れである。絵を前にしていると、こちらも呼吸がゆっくりと深くなり、心が静まり返る。それはまるで、一つの祈りのようでもある。美しさを称える祈り、時間を受け入れる祈り、そして人間という存在の儚さを、静かに肯定する祈りである。現代に響くセザンヌの眼差し。2025年、三菱一号館美術館で開催される展覧会。ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、この船と水浴する人々が展示される。横長の大画面が空間に掲げられた時、我々はセザンヌが残した風景の中に入り込み、100年以上前に描かれた静寂の世界と再び出会うことになる。この絵は声高に何かを主張するわけではない。ただ佇んでいる。だが、その静けさは、現代においてこそ一層貴重なものである。情報と騒音にあふれた今の世界にあって、セザンヌの絵は、見るという行為そのものの再発見を促してくれる。目を凝らすこと、立ち止まること、考えること、そして受け入れること。それこそが、セザンヌの絵と向き合うとき、我々に求められる姿勢なのかもしれない。風景の内容へと歩む眼差し。ポール・セザンヌの作品田舎道、オーベール・シュルオワーズ、1872から1873年制作をめぐって、一筋の田舎道がまるで静かに呼吸しているかのように、キャンバスの奥へと続いていく。緩やかな曲線を描きながら、木々と小屋に囲まれ、道はやがて遠くの空へと消えてゆく。ポール・セザンヌの田舎道、オーベール・シュルオワーズは、
単なる風景画ではない。それは、画家の眼差しが導く思索の道であり、自然と時間が静かに交差する場でもある。印象派から歩み始めたセザンヌの眼差し1872年から1873年にかけて制作されたこの作品は、セザンヌの比較的初期にあたる油彩画である。ちょうどこの時期、彼はカミーユ・ピサロの影響を受け、印象派の古外制作に取り組み始めていた。だが、彼の風景画は、印象派の軽やかな筆色や光の戯れを真似るものではない。むしろ彼は自然の背後に潜む秩序と構造を見つめ、それを絵画の形式の中で再構築しようとしていた。セザンヌにとって風景は見るものではなく、組み立てるものであった。印象派が一瞬の感覚を捉えようとしたのに対し、セザンヌは永続する本質、変化の中にある普遍の形を探し求めたのである。オーベール・シュルオワーズという場書かれた地、オーベール・シュルオワーズはパリ近郊の静かな村であり、多くの芸術家が足を運んだ。後にフィンセント・ファン・ゴッホが最後の日々を過ごしたこの村は、19世紀の画家たちにとって自然と向き合う開かれたアトリエのような場所であった。セザンヌもこの地にたびたび訪れ、田園風景の中に制作の静けさを乱していた。田舎道、オーベール・シュルオワーズは、そうした経験の中から生まれた作品であり、村の片隅にある何気ない道を描きながらも、その奥には画家の深い精神的な探求が潜んでいる。道を歩む眼差し画面中央を横切るようにして続く田舎道。その道は視線を自然と奥へと誘い、曲がりくねるカーブの先に何があるのか、見る者の想像を喚起する。草木が揺れ、小屋の屋根が低く重なり、空は淡い光に包まれている。色彩は穏やかで、全体に柔らかなトーンが漂う。だが、その中には確かな造形意識が宿っている。セザンヌは、光を即興的に捉えるのではなく、色と形を通じて風景の構造を明らかにしようとした。彼の筆致は、印象派のように自由奔放ではない。一筆ごとに重さがあり、早土、空気さえも画面に確かな存在として定着させようとしている。色彩の重なりが各時間本作の色彩は一見すると控えめで地味にも思える。だが、よく見るとそこには深い層がある。土の茶、草の緑、空の青、それらは単なる色ではなく、時間の移ろい、気候の変化、感情の揺らぎをも映し出している。道の両脇に広がる緑は、風の通り道のように感じられ、葉のざわめきが聞こえてきそうな気配を持っている。空の色もまた、ただの背景ではない。何度も塗り重ねられた青と白のグラデーションは、セザンヌの心象風景そのものであり、道の上に降り注ぐ光と空気の厚みを表現している。静けさの中の動き、セザンヌの風景画には、特有の静けさがある。それは、音のない世界のようでありながら、決して無風ではない。風が草木を揺らし、枝葉の影が地面に移ろい、遠くの道を歩く人の気配さえ感じられる。こうした静けさの中の動きは、まるで時間そのものが絵画の中で鼓動しているかのようである。道というモチーフは、セザンヌにとって単なる空間の描写ではなく、時間の象徴でもあったのだろう。絵の中では道は静止している。だが、私たちの視線がその先へと進むことで、絵画に時間が流れ始める。眼差しが歩むその先には、過去も未来も含んだ今が広がっている。物の構造へセザンヌの方法、セザンヌは、やがて自然を円筒、球、円錐で捉えるべきだと語るようになる。これは、自然を幾何学的な構造として把握するという、彼の芸術観を端的に示した言葉である。本作にも、その方画が見られる。木々の配置、家屋の形、道の曲線は、すべてが慎重に構成されている。偶然に任せるのではなく、自然の形を一つ一つ確認しながら、画面に秩序を築いていく。この構築性こそが、セザンヌが印象派から離れて独自の道を歩んだゆえんである。後世への影響、キュビスムと抽象の予兆、田舎道、オーベール・シュルオワーズのような作品は、20世紀美術への重要な礎を築いた。セザンヌの構造的な視点は、パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックに大きな影響を与え、
キュビスム誕生の導火線となった。セザンヌは見えるものの向こうにある本質を捉えようとした。その営みは単なる写実を超えた存在の探求へとつながり、抽象芸術の可能性をも切り開くことになる。見るという行為の再発見。セザンヌの風景画は私たちに見ることの意味を問いかける。田舎道、オーベール・シュルオワーズを前にするとき、私たちはただ風景を鑑賞するのではない。むしろその風景の中を歩くようにして、眼差しを深く沈め、自然と対話することが求められる。道の先に何があるのか、それは見る者それぞれの心の中にある。セザンヌの眼差しに導かれ、私たちは風景の奥へ、時を超えた今へと歩みを進めていく。2025年、三菱一号館美術館での展示。2025年に三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠展において、この作品が展示されることには象徴的な意味がある。ルノワールが人間のぬくもりや感情の豊かさを称えた画家であったとすれば、セザンヌは世界の成り立ち、構造的な秩序を見つめた画家であった。2人を対比することで、私たちは見るという行為そのものの多様性と深さを再認識することになるだろう。終わりに沈黙の中の声。セザンヌの田舎道、オーベール・シュルオワーズは静かな声で語りかけてくる。風景を通じて語られるのは自然との対話、人間の眼差しの深まり、そして芸術という営みの根源である。私たちはこの田舎道をセザンヌと共に歩いている。絵の中の道は止まっているようでいて、実は私たちの心の中で静かに歩み続けているのだ。シャトー・ノワールの庭園でを巡る壮年。セザンヌと色彩の静筆なる交換。一本の木が空を裂いて立っている。その根元に時を重ねた石の建物が沈黙している。風がかいたかのような不規則な枝葉が画面の上半分を揺らし、それらすべてを包み込むように、セザンヌの視線が色彩の層となって私たちの目に立ち現れる。本作、シャトー・ノワールの庭園では、ポール・セザンヌ晩年の傑作の一つである。1887年からセザンヌが何度となく訪れたシャトー・ノワール黒い城と呼ばれる屋敷とその周辺の自然は、彼にとって眼差しの練習場であり、自然と芸術の接点だった。この地で彼は、見えるものの背後にある形と色の調和を終生にわたり追い求めた。黒い城と呼ばれた場所シャトー・ノワールとは、エクス・アン・プロバンス近郊の丘の中腹にある屋敷の通称である。黒い石で作られていたことからその名がつき、19世紀末にはセザンヌがしばしば絵筆を取るために足しげく通った場所として知られている。この屋敷とその周囲の庭園、森、小道、岩肌などが、セザンヌの晩年の風景画の舞台となる。本作に書かれているのは、まさにその庭の一角だ。だが、これは単なる風景の再現ではない。木の幹、葉、建物の壁面、遠くの山影に至るまで、すべてが再構成され、ある種の内なる秩序に基づいて配置されている。それは、視覚的リアリズムとは一線を画し、セザンヌ独自の、見ることと書くことの一致を目指した結果である。絵画という歌の構造。セザンヌはこの作品において遠近法に依存せず、空間を平面の上で再構成しようとする。樹木の幹が左右に揺らぐように立ち、背景の建物は斜めに傾いているかのように見える。だが、それが決して不安定ではなく、むしろ調和のある不均衡として画面全体を支えている。構成という観点で見れば、この作品は歌と同様のリズムと緊張感を有している。色彩もまた詩的である。濃緑、褐色、グレー、オーカーといった抑制された色調が滲むように、そして時に力強くキャンバスを覆う。光は明示的に描かれてはいないが、木々の間から、建物の壁から、あるいは空の気配から、柔らかな明るさが感じ取れる。セザンヌにとって自然を筒井のように描くという言葉は自然を物理的に映すことではなく構造的に理解することだった。この作品にはその理解の結晶が静かに息づいている。描くという行為の祈り、私は印象派の先を行こうとした。
彼らは目の前の一瞬を捉えた。私は永遠を描きたいのだ。セザンヌのこの言葉が本作にピタリと当てはまる。揺れ動く葉の隙間から見える空や時間を蓄えた石の壁、あるいは捉えどころのない自然の表情、それらを永遠の構造として描き出そうとする意志がこの静かな庭園には込められている。描くことは彼にとって祈りに似ていたのかもしれない。繰り返し描く、何度も構図を変える、色を塗っては削る、そうした過程の中で彼は対象を凝視し、そこにある真理を見出そうとしていた。この作品を見る者にとってもそれは見つめる行為への正体である。画面の中を視線でさまようとき、私たちはセザンヌと同じ場所に立っている。木漏れ日と影が交錯する静かな庭で、私たちは彼の眼差しを借りながら自然と向き合う。シャトー・ノワールという象徴、この庭園は単なるモチーフを超えてセザンヌの精神風景でもある。時に陰鬱で、時に陽光に包まれ、だが決して劇的ではなく内面の調和を保つ場所。セザンヌはこの庭に自らの孤独と誠実さ、そして芸術への深い思索を重ねていたのだろう。建物が黒い城と呼ばれたことも象徴的である。それは現実の建物であると同時に芸術家が自らこもる精神の砦でもある。そこに咲く一本の草木、風に揺れる絵、日差しに照らされる石の肌、それらが画布の上に並び立ち、一つの静かな宇宙を築いている。詩的な自然への応答、セザンヌは自然を称える詩人だった。ただし言葉ではなく、色と構成、筆致と沈黙で語る詩人である。彼の筆は自然の形や光の移ろいを映すだけでなく、その奥にある秩序と永遠を描き出そうとする。シャトー・ノワールの庭園でにおいてその詩的な営みは頂点に達している。荒々しくも静筆なこの風景は見る者に語りかける。自然は語る。その言葉を聞くにはまず耳を澄ませよと。そしてこう続けるかもしれない。書くとは見ること、そして見続けることなのだと。現代の私たちにとってのセザンヌ・シャトー・ノワールの庭園では、現代を生きる私たちに静かな問いを投げかけてくる。日々の喧騒や情報の洪水の中で、私たちは自然を、そして見ることをどれだけ大切にできているだろうか。セザンヌの視線は、便利さとは無縁な、ひたむきで頑固な眼差しである。彼がキャンバスに刻んだ色と構成は、物を見るとは何かという根源的な問いを私たちに思い出させる。それは美術館の壁に飾られる絵画であると同時に、日常の中で見過ごされがちな風景の尊さへの気づきでもある。この一枚の絵の前に立つとき、私たちはセザンヌと共に自然の呼吸に耳を傾けることができる。そしてそれこそが芸術という営みが今も生き続ける理由なのだ。ポール・セザンヌの作品、わらひもを巻いた壺、砂糖壺とリンゴ。形態の探求と生物画の革新。ポール・セザンヌは近代絵画の展開において決定的な役割を果たした画家として知られています。彼の作品は印象派からポスト印象派への橋渡しであり、20世紀のキュビスムや抽象表現主義といった前衛的な運動にまで強い影響を及ぼしました。その中でも生物画はセザンヌにとって最も重要なテーマの一つでした。彼は単に果物や器物を並べるのではなく、視覚的経験を通じて物の存在そのものをつかみ取ろうとしました。特に1890年代に描かれた一連の生物画は、形態の探求と空間構成において画期的な試みが凝縮された作品群であり、絵画とは何かという根源的な問いに挑むものでした。本校で取り上げる、わらひもを巻いた壺、砂糖壺とリンゴ。1890から1894年制作、オランジュリー美術館所蔵は、そうしたセザンヌの生物画の中でも特に象徴的な一作です。2025年に三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠展にて日本で展示される本作は、ルノワールの感覚的な筆致とは対照的に、構造性と理性に貫かれた独自の絵画世界を示しています。ポール・セザンヌは、そのキャリアを通じて一貫して、形態の探求を重視しました。印象派の仲間たちが移ろいゆく光や空気を追い求めたのに対し、セザンヌは
自然の中にある永遠性、つまり物の構造的本質を画面に定着させようとしました。彼の生物画においては、テーブルの傾き、果物のずれ、器の歪みといった一見すると正確さを欠いた描写がしばしば見られます。しかし、それらはセザンヌが意図的に配置した視覚的ズレであり、複数の視点から対象を捉え直す試みなのです。その意味で、わらひもを巻いた壺、砂糖壺とリンゴは、セザンヌの美学の域が凝縮された生物画と言えます。ここでは、見るという行為自体が、従来の遠近法や写実主義から大きく解放され、より知覚的構成的な領域へと踏み込んでいます。この作品のタイトルにもなっている、わらひもを巻いた壺は、セザンヌが好んで描いた生物の一つです。南仏プロバンス地方では日常的に使われていた実用品であり、陶器の表面を保護するためにわらひもが巻かれています。機能性に富んだこの壺は、セザンヌにとって造形的魅力のある対象であり、その表面の質感や幾何学的な形状を通して、彼の形態への関心が端的に表されています。壺の胴部に見られるひし形の装飾は特筆すべきポイントであり、セザンヌが構図の中に規則的な幾何形態を取り入れる際の代表的なモチーフの一つです。このひし形は視線の焦点を集めると同時に、画面内の秩序を形成する基軸となっています。一方で、砂糖壺とリンゴは、柔らかく丸みを帯びた形態であり、壺の持つ硬質な性格とは対照的です。こうした形状の対比は、セザンヌの生物画における基本構造でもあります。硬さと柔らかさ、直線と曲線、人工物と自然物。このような対立項を併置し、それらを一枚の画面の中に構造的に統合していくことこそ、彼の最大の関心事だったのです。本作の得意な点の一つは、テーブルの面が不自然な角度で傾いているように見える点です。これは遠近法に基づけば、誤りのように思われるかもしれません。しかし、セザンヌにとって重要なのは遠近法の正しさではなく、画面の中における形態の安定性とバランスでした。彼は対象を一つの視点からではなく、複数の角度から観察し、それを統合的に再構成する方法をとっていました。そのため、果物や器物がわずかに傾いていたり、テーブルの足が見えない不思議な構図になっていたりするのです。この作品においても、画面左側から右上へと向かって斜めに構成されたテーブル面が、画面全体の視線の流れを決定づけています。そして、それによって中心のわらひも壺が際立ち、全体として一つの調和を感じさせる空間が成立しているのです。セザンヌの色彩は、印象派のように一瞬の光を捉えるというよりも、対象そのものの実態を浮かび上がらせるために用いられています。本作でも、壺やリンゴの表面には複数の色が層のように重ねられ、一つの厚みを感じさせる色面が作られています。とりわけ壺のわらひも部分には、黄土色、赤褐色、青みがかった影などが織り交ぜられ、複雑な質感が生み出されています。また、リンゴに継がれる柔らかな光は、赤や黄色のグラデーションによって有機的に描かれており、果実としての存在感を際立たせています。セザンヌは、自然を円筒、球、円錐として処理すると語ったことがあります。本作においても、それぞれの対象物は幾何形態の組み合わせとして描かれており、形と色が一体化した絵画的構造物として画面上に現れています。この、わらひもを巻いた壺、砂糖壺とリンゴが展示されるルノワール×セザンヌ展では、2人の作品が対比的に紹介されます。ルノワールの花瓶の花が色彩の豊かさと感覚的な筆致で花々の生命力を表現しているのに対し、セザンヌの本作は理知的な構成と静かな集中によって対象の存在そのものを捉えています。この対比から明らかになるのは、同時代に生きた2人がそれぞれ異なるモダンの地平を切り開いていたという事実です。ルノワールは視覚と感情の快楽を探求し、セザンヌは視覚と知性の構築を志向しました。しかし両者に共通しているのは、いずれも見えるものをどう描くかではなく、絵画としてどう存在させるかという問いに挑んでいたことです。この意味で、両者の作品は対立ではなく、異なる方向からのアプローチとして、モダンアートの多様性を象徴しています。
セザンヌのこうした構造的な生物画は、後の画家たちに計り知れない影響を与えました。特にパブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックといったキュビスムの先駆者たちは、セザンヌの手法から複数の視点を統合する方法を学び、さらに抽象化を進めていきました。また、セザンヌの幾何的構成や空間の分節化は、現代美術における抽象絵画やミニマリズムにも通じる思想を含んでいます。彼の探求は、視覚的現実の再現を超え、絵画というメディアそのものの構造を問う試みだったのです。わらひもを巻いた壺、砂糖壺とリンゴは、生物画というジャンルを通して、ポール・セザンヌがどれほど絵画の根本的構造に迫っていたかを示す代表作です。そこに書かれているのは、単なる果物や器物ではなく、見るという行為、そして画面という空間の中で世界をどのように再構成するかという試みそのものです。この作品をルノワールの花瓶の花と並べてみることで、19世紀末から20世紀初頭のモダンアートがいかに多様で豊かな実験の時代であったかが浮き彫りになります。セザンヌの絵画は、今なお新鮮な問いを私たちに投げかけ続けています。絵画とは何か、形とは何か、見るとはどういうことか、その問いかけに耳を傾けるとき、この生物画は限りなく現代的な表現へと姿を変えるのです。ポール・セザンヌの作品樹木といえ、フランス近代絵画の革新者として知られるポール・セザンヌ1839から1906年は、自然と造形、感覚と構築、感情と秩序の間に新たな絵画のバランスを見出そうとした画家である。印象派から出発しながらも、その限界を感じた彼は、自身の独自の視覚言語を確立し、次世代のキュビスムやモダンアートへと道を開いた。樹木といえ、1885年頃制作は、そうしたセザンヌの探求の中でも中期に属する作品であり、彼の自然観、構成意識、色彩感覚が凝縮された花品である。自然の内部構造を捉える眼差し、樹木といえに書かれているのは、一見すると何気ない田舎の風景である。手前には豊かな緑の樹木が広がり、その奥にオレンジ色の屋根を持つ家が静かに佇んでいる。空はほとんど描かれておらず、画面は垂直方向への伸びよりも、横への広がりと重なりによって構成されている。この風景が、ただの写生や印象ではなく、ある種の構築物として画面上に存在していることに注目すべきであろう。セザンヌは自然を単なる視覚的な印象として捉えるのではなく、その奥にある構造的な秩序を見出そうとした。彼の有名な言葉、自然を円筒、球、円錐として扱うべきだ、は、この思考を如実に示している。樹木といえ、においても、木々の幹や絵、家の屋根や壁は、それぞれが単純化された形態へと還元されながら、互いに響き合うように配置されている。建物の垂直線と、木々の曲線的なリズムが相互に緊張関係を持ちつつ、画面全体に安定感を与えているのだ。色彩の力と筆色の論理。また、色彩と筆色の扱いも、セザンヌ芸術の核心にある。印象派の仲間たちが光の一瞬のきらめきや移ろいを描こうとしたのに対し、セザンヌはもっと持続的で普遍的な視覚体験を求めた。彼の筆色は短く、方向性を持ったストロークで構成され、それらが画面上に積層されていくことで、物の存在感を形作っていく。樹木といえ、でも、木々の葉は点描的に置かれた緑のタッチによって豊かに描き出され、幹は褐色や灰色の短い筆致で形作られている。建物もまた、単なる平面としてではなく、陰影や面の分割によって立体感を与えられており、屋根の赤と壁の高褐色が周囲の緑と補色関係をなすことで、鮮やかな色の調和が実現されている。ここには、もはや単なる模写の領域を超えた、画面構成としての理知的な操作が働いている。セザンヌと風景画の変革。セザンヌは若い頃から自然への関心が深く、故郷エクス・アン・プロバンスの風景を繰り返し描いた。特にサント・ビクトワール山は彼にとって修正の主題であり、自然の構造を解明し、再構築する試みとして数十点ものバリエーションを制作している。樹木といえ、もまた、そうした視覚実験の一環として理解できる。書かれた場所は特定されていないものの、プロバンスの郊外にある村落の一角である可能性が高い。
ここで重要なのは、風景を自然そのものとして描くのではなく、そこに潜む秩序や法則を、あたかも数学的、建築的に構成していくという姿勢である。セザンヌにとって風景とは、感情の投影や詩的な幻想ではなく、視覚の論理を鍛え上げるための格好の場であった。近代絵画への橋渡し。セザンヌの革新性は、彼が直接的に影響を与えた次世代の画家たちの反応からも明らかである。ピカソやブラックらは、彼の空間構成や形態の単純化に強い刺激を受け、キュビスムを展開した。また、マティスは、セザンヌは我々全員の父であると語っている。つまり、セザンヌの絵画は、視覚の見ることを根底から問い直し、20世紀美術の出発点を用意したのである。樹木と家のような作品は、そうしたセザンヌの探求が、いかに日常的でありふれた風景の中から生まれてきたかを示している。これまでの絵画が何を描くか、何を表すかに主眼を置いてきたのに対し、セザンヌは、どのように見るか、さらに、どのように構築するかにこだわった。その意味で、彼の作品は絵画を、物の再現から、視覚的思考の媒体へと変質させたと言える。三菱一号館美術館における展示と再評価。2025年、東京の三菱一号館美術館では、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠展において、本作樹木と家が展示された。この展覧会は、印象派からポスト印象派への転換を主導した2人の異なる個性を併致することで、フランス近代絵画のダイナミズムを体感させるものであった。ルノワールが人物描写や感覚的な色彩で人間の幸福感を描いたのに対し、セザンヌは構築的な風景や生物を通じて、世界の存在の確かさを追求した。2人のアプローチは対照的であるが、いずれも近代美術における見ることの刷新という課題に向き合っていた。樹木と家がこの展覧会において果たした役割は、セザンヌの構成的視点が単なる造形の操作ではなく、世界を理解しようとするもう一つの眼差しであったことを印象づけることであった。観客はこの作品を前にして、自然の中に潜むリズムや幾何学性、そして人間の感覚と理性の接点を見出すことができたに違いない。終わりに、日常風景の中の永遠性、樹木と家は、私たちが日々見慣れている風景に新たな視点を与える絵画である。それは単なる自然の描写ではなく、自然を通じて見るという行為そのものを再構築しようとした試みである。セザンヌは芸術家とはただの職人ではなく、視覚を通して思考する哲学者であることを示してくれた。本作を見るとき、我々は単に木や家の形を見るのではなく、それらがどう構成され、どのように空間を作り、色と形がどのように響き合うのかを感知する。その時、日常の中にあるものが突然、永遠性を帯びた芸術として立ち上がるのである。セザンヌは、まさにその奇跡を絵画を通じて可能にした画家だった。樹木と家は、商品ながらもセザンヌの芸術哲学の息が詰まった作品であり、今日なお私たちの目と心に静かな驚きを与え続けている。